チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日もお集まりいただきありがとうございます。本日はですね、高市退陣したい、私辞めればイラン戦争石油危機ということで、イラン戦争渦中のアメリカ・イスラエルの話をまず最初にします。その後ですね、日本政府に関するニュース、高市さんが退陣したいと言ったとか言わないとかみたいな話を石油危機を中心に取り上げ、その後、国内外のプロテスト運動やヘイトの話などしたいと思います。戦争による残酷な描写、軍事的な話題を取り上げますので、視聴にはご注意ください。また、現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在や政治家や著名人について取り扱います。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、戦争の話題などでですね、不謹慎に冷笑しているわけではございませんので、誤解なきをよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、音花ふっかさん、しょうがさん、マヤ F さん、ペタさん、ミニラトルさん、伊沢さん、無欲さん、いつせさん、アンナ A さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。高市やめろということでですね。はい。大体不支持の人はみんな思ってることだと思いますが、いや、そうですね。高市さんが言う人たち、国民というのは何なのかっていうところもちょっと触れていきたいと思います。はい。トランプにも日本助けてくれないと言い出してるので、いや、もう最初からあれに気を使ってるのがおかしいんですよ。はい。アブソリットさん、こんからすです。高市、トランプ、ネタニヤフ、はよやめて、ということでですね、とんがり帽子のアトリエのアニメ見ましたということ、素晴らしい。ですね、白浜かもめ先生を私は応援しております。はい。ということで、あと、ディスコードとか作ってるのでですね、よかったら、加入してください。あと、もうちょっとでですね、今1990人ぐらい、おかげさまで2時3時の件などいろいろありまして、登録者数が増えました。ありがとうございます。あともうちょっとでですね、2000人なんで、私19日誕生日なんで、よかったらですね、皆さんシェア拡散通して押し上げてくれると嬉しいです。はい。お願いいたします。で、今回に関しましても、参考リンク集、ツール使ってね、こうやってまとめてるんですが、ですね、いっぱいあるんですけれども、見出しを見れば大体どんな内容かわかるかと思いますので、興味ある人は、ぜひとも参照してみてください。ということでですね、カモメとカラスの絆を、発揮していきたいと思います。はい、ということで、早速本題に入っていきますが、まずちょっと、ドナルド・トランプさんの名前がたくさん、ドナルド・トランプさんとネタニヤフさんがたくさん出てくるので視聴ご注意ください。アメリカとイスラエルの侵略戦争についてお話ししたいと思います。トランプは直感で戦争を開始し、それはうまくいっていない BBC 国際編集長ということでもうタイトルで落ちてるんですけど、はい。BBC がですね、今までのイラン戦争のなんでこんな戦争が起きてんだみたいな話を、うまい具合にまとめたレポートを書きました。BBC なんで、もちろん、いわゆる欧米側からの見方なんですけれども、興味ある人はぜひとも全文読んでみてください。かなり冷徹で中立的な見方をしていると思います。過去から学ばなかったせいでトランプは今や厳しい選択に直面している。イランとの合意が得られない場合、大統領には何ができるのか、勝利宣言をしてみますか？誰も騙せませんが、あるいは戦争をさらにエスカレートさせる気ですか？トランプ氏にはむしろ新しいボクサーのマイク・タイソン氏の言葉の方がふさわしいかもしれない。誰にだって計画がある、殴られるまでは。トランプ氏にとってさらに意義深いのはドワイト・アイゼンハワーの言葉だろう。
ノルマンディー上陸作戦を率いた最高司令官は共和党のアメリカ大統領に2期務めたが、計画そのものには価値がない。しかし計画の立案こそ全てであると述べた。戦争遂行に向けて計画を立てるための規律と手順があればこそ予測しない事態が起きた時に軌道修正ができるのだと。まあ要するに何も計画立てずに勘とノリで戦争を始めたので、もはや収拾不可能の状態に陥っているということですね。なんで勘とノリで戦争を始めるんですかね。意味がわからないもう本当にトランプやめてほしいんですけど、トランプ氏は場当たり的に対応している印象を与えている。まあ印象ではなく事実だと思いますが、彼が頼りにしているのは過去の大統領たちがじっくり読み込んできた情報や戦略的助言文書ではない。自分の直感であるということでですね。はい。まあ戦争がいつ終わるのかを FOX ニュースに尋ねられたとき、自分がそう感じたとき、自分の骨身でそう感じたときに、この戦争は終わるであろうと、まあトランプ氏は主張しているんですけれども、まあつまり自分が納得いかない限りやめないってことですよね。なんでこんな人が最高司令官もういい加減にしてくれとしか言いようがないんですけど、何千人このね戦いのために死んだと思ってるんですかね。ただ一方でですね、まあ当然ながら、イランを美化してるわけではありません。イランの政権はしぶとく冷徹で強硬でしっかり組織化された手強い敵である。シャー国王を打倒した1979年の革命後に誕生した政権はこの後に8年間続いたイラン・イラク戦争による多大な犠牲と苦難で鍛え上げられた。この政権は個人ではなく制度によって支えられている。そして強固な宗教的信念と殉教のイデオロギーによって補強されている。つまり政府首脳の殺害は間違いなく衝撃的で混乱を引き起こしたが、政権そのものの死刑宣告にはならなかった。イランの政権は今年1月多くの国民を殺害した。その後さらに多くのイラン人が殺されたとしても、それが政権の部隊によるものであっても、アメリカ・イスラエルの爆撃によるものであっても、体制存続のために許容できる代償であると政権は見なすだろうと。まあこれはその通りだと思います。イランはまあこの状況を逆手にとってもはや我々の命を完全に人質にとっています。はい。だからまあ彼らが正義というわけではないんですが、この状況を招いたのは間違いなくアメリカとイスラエルのせいです。はい。っていうことですね。ということで、サリーさん、シーンズさん、カイムさん、ナミさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ですね。なんで高市さんの支持率落ちないんでしょうね。そろそろ急降下してもおかしくないと思ってたんですけど、落ちないですね。まあ、それは BBC に言われなくてもわかるっていうね。まあ、BBC はまあ、イスラエルを支持してきたから、ほんと調子いいとは言えば調子いいし、お前らが言うんかいという感じは確かにあるんですけれども、まあでもこれぐらいのやっぱり論評をね、日本の大手メディアも出してほしいですね。そう。だからただのゲームなんですよ、トランプにとって。はい。で、だからね、ゲーム感覚で戦争を始めて、ああいうわけわからんプロパガンダで、遊戯王カードみたいなのを出してですね、遊戯王に対するあれ侮辱だと思いますけど、ね、動物の森みたいなノリで戦争してるわけでしょ？それ勝てるわけないでしょ。イランが相手なんですよ。ハメネイに勝てるわけないでしょ。ハメネイが死んでも、まあイランは死せずということですよね。体制をしっかり作っていたので、まあホルムズ海峡を直ちに封鎖してですね、非対称戦争を戦って、まあ今のところアメリカに完全に勝ってるわけですよね。はい。まあ、恐ろしいと思います。いやー、自分が従うのは自分の両親だけって言った。そうです、そうです。それもトランプですよ。だから自分が従うのは自分の両親だけっていうことは、トランプは何者にも従わないっていうことですよね。はい。まあ、今までのアメリカ大統領も、まあそうですね、散々勝手な戦争をやってたんですよ。ただそうなんだけど、まあそれなりに計画はあった。で、それなりに計画はあったし、まあベネズエラに関しては、一応ね、不当なね、国際法違反の逮捕をしたわけですけれども、まあうまくいってしまったわけですよね。ただその、成功体験でですね、同じノリでイランを倒そうとしたのが、まあ根本的な間違いだったということですね。で、まあそのイランに対して今何を言ってるかというと、イランの橋や発電所を攻撃することはなぜ戦争犯罪にならないのですか？トランプ、奴らは動物だからです。動物と交渉してるんですか？トランプ大統領殿は。いや、ひどいな、本当に。まあ、こんなこと言ってるうちはね、永遠に勝てないと思いますよ。
で、トランプはまあイランを石器時代に戻してやるみたいなことも同じノリで言ったわけですけれども、これをですね、地獄の黙示録のキルゴア中佐のセリフだという、まあ噂が流れていたんですが、そうではなかったそうです。調べてみると、これはベトナム戦争時にカーティス・ルメイです。という軍人が空軍参謀総長の立場で北ベトナムを石器時代に戻してやるぞと発言したのが、まあ逸話として伝わっているものらしいと。このルメイは東京大空襲に関わった人物である。まあ日本人でこの人知らない人いないですよね。だからまあトランプのイラン感っていうのはカーティス・ルメイが日本人に対して抱いてたものとほとんど同じだということです。一応これは確認したんですけど、ルメイ本人のセリフかどうかっていうのはなんかルメイの伝記本に書いてある話なんで、本当かどうかわかんないです。逸話的な内容なんですけど、ベトナム問題に対する私の解決策は率直に角を抜いて攻撃を止めなければならないというものだ。さもなければ彼らを石器時代に戻すつもりだと、カーティス・ルメイ将軍は当時、主張していたそうでございます。はい。まあベトナム戦争だったらね、アメリカはズタボロに負けますよね。はい。何度同じことを繰り返したら学習するんですかね。この白人のは。いやもう知らねえけど。タルココさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ボグさんの方ど素晴らしかったですね。最後の方取り上げたいと思います。ギルゴアは朝のナッパームの香りは特別だですね。ロバート・ティワルさん、この前亡くなりましたよね。はい。哀悼の意を表します。白人至上主義のレイシスト、彼は石器時代など知らずフリントストーンしかイメージできてないんじゃないのかって。いや、実際マジで石器時代がどういう時代だったか知らなかったんじゃないですか。ルメイはさすがに知ってたと思うけど。はい。まあでも本当に進歩しないですね、この人たちはね。どっちがね、進歩しないね、野蛮な人たちなのかという話ですが。石油が来なくなると知って急にイスラエルに怒り出す皆さんのコメントを見ました。ガザをずっと無視してきた結果です。自分に害が及ぶとなって急にパレスチナ人を見殺しにしてきた人類は甘んじて耐えろと思います。みんなでイスラエルのために死のうと。まあこれもちろん皮肉で言ってらっしゃるんですけど、これ間違ってると思いますよ。結局イランのそういった戦略によって、まあ私もそうですけれども、持病を抱えている人間とか弱い立場の人が先に死ぬことになる。なので、もちろんね、この方はね、パレスチナのね、新井の方なので、皮肉で言ってらっしゃるんですけれども、こう痛くなるでも気持ちは痛いほどわかります。ガザの時に、ホロコーストを、大虐殺を止めておけば、こんなことになってないんですよ。それは本当に声を大にして主張したい。まあ今後もね、パレスチナフラッグ持って、デモとか行きたいと思ってるんですけど、はい。で、イスラエルというの暴虐を放置したから、結果として我々全員がこうやってね、命の危機に瀕する羽目になった。だからこれはイランのせいではないと思います。はい。いや、本当どっちが芸道なんだって話なんですよね。最近なんか右翼の人たちもさすがにビビってきたのか、なんかすごいイランを非難して、人手らしいみたいなね、我々を殺す気かみたいなこと言ってるんですけど、そりゃそうだろって。今までガザの大量虐殺を、だからイランの人たちはね、まあ一応ハマスを支援してたわけですから、はい。そこに守備一貫性はあるわけですよね、一応。まあ我々に対する復讐ですよね。はい。で、まあ、そのトランプはですね、もう完全に焦っているようでして、放送禁止用語を交え、イランに脅しをかけています。相手動物じゃなかったんですかと、まあ、皮肉も言いたくなるところなんですけど、一応今日の、まあ、アメリカ時間だとまだ夜になってないんで、今日の夜までを、ホルムズ海峡、の期限としてですね、お前は海峡を開けないと地獄で暮らすことになるぞ、クソったれみたいなことを、なんかドラゴンボールみたいなセリフを言ったらしいんですけど、まあそれに対してイランの公式コメントとして、救いようのない不安に駆られた愚かな発言であると嘲笑したということで、まあそりゃそうだよなと思います。はい。まあ完全にイランはこの戦争に勝ってますね。はい。だから結局アメリカ経済と我々の命を人質に取ってしまっているので、まあどうしようもないし、まあ日本はね土下座してでもホルムズ海峡を通してもらうしかないと私は思います。はい。そう、結局ガザのジェノサイドと地続きですからね。だからイランの人たちにすれば復讐なんですよ、これは。もちろん正しくないですよ、彼らのやってることだって。正しいとは言いませんけども、まあ復讐劇ではあるわけですよね。お前らがやったんだから俺たちもやるという。はい。
ですね。だからですね、またね、打ち合いにまたなっちゃうのかもしれないですけどね。まあ、それは他の人間のせいもあるけど、トランプの、木のりおさん、枝豆かけてエレンゴさん、ここからすです。まあ、トランプの断末魔のようですよね。だから早く、だから土下座して戦争やめろやって感じですけど、別にアメリカはだからホルムズ海峡を無理して通らなくてもいいんだからいいじゃないですか。もう撤退しろよという感じしかないし、まあね、最悪アメリカ兵の人たちが犠牲になる可能性だってあるわけなんで、まあこの前もね、戦闘機撃ち落とされましたし、見事にイランに撃ち落とされるという醜態を演じたわけですけども、なんで撤退しないんでしょうね。はい。まあペトロダラー体制をがちね、まあペトロダラーって解説すると、ですね、ドルで、まあ、中東のですね、アラブの石油を買うことによって、まあ、ドルのが基軸通貨として、まあ、世界通貨として流通するっていうのが、まあ、ペトロダラー体制と呼ばれるものなんですよ。まあ、ちょっとね、陰謀説的な人もね、それ主張してる人いるので、コメントの人がすいません、そういう意味だと言いたいわけではないですが、あれなんですけれども、イランはですね、人民元とかで決済しろって言ってるんで、まあ、ペトロダラー体制が下手すると崩壊する可能性もあるわけですよね。だからなんでこんな強いカード切らせちゃったのっていうまあ話なんですけど、ホルムズ海峡を封鎖されるという事態すら予測しないでノリで戦争を仕掛けてしまいましたので、まあこうなることは当然だったと思うし、まあハメネイさんはね、私どもに何かあったら、今すぐにホルムズ海峡は封鎖するぞって生前から言ってたはずなんで、はい。まあイランを舐めてかかった結果だろうと思いますね。はい。で、そのトランプ政権なんですが、だがそもそもですね、まあ、これはいいことではあるのかもしれないですけど、金がないので戦争を続けられないという話が出てきてます。軍事費4割増しを要求、予算教書、教育などを大幅カットするということで、まあ、なんか高市さんみたいなことを言い出してるんですが、トランプアメリカ政権は3日、2027年会計年度の政府予算の要望をまとめて予算教書を示し、国防費用が239兆円、を求める一方で、教育や気候変動対策などに関連する支出は大幅カットするというですね、誰が喜ぶんだみたいな、予算案を出しているんですけれどもまあ、意味が、まあ、共和党多数なのでですね、予算はさすがに通ってしまうのか分かりませんが、同時にですね、新聞赤旗さんの外信部が報じたところによると、財布輸出を 0.1% の隠し財産が世界人口下位半分の総資産を上回っているという、国際支援団体オックスファムの試算で、世界の、まあ、イーロン・マスクのような、まあ、超大金持ちいるじゃないですか。財布輸送の 0.1% の隠し財産が世界人口下位半分の総資産を上回っていると。タックスヘイブンとかに課税逃れして隠してる財産だけで566兆円ほどあるので、まあそういうところがですね、租税回避地とか税務当局未報告の口座に、そういったものがですね、2024年にあることが確認されていて、おそらく今はもっと増えているので、世界財布輸送 0.1% の隠してる財産だけで、我々ですね、まあそんなにお金持ってない、世界人口の下位半分の総資産を上回っているそうでございます。自分たちの金で戦争すりゃいいんじゃないですか。だって239兆円だから半分で足りるじゃないですか。ね、これで戦争しないよ。もうそれだったら、いや確かに戦争は良くないし、私はどんな戦争でも反対します。人たちの税金を使わなくて済むわけじゃないですか。だってトランプだって絶対隠し財産持ってるし、まあプーチンだって持ってるわけでしょ。なんか世界財布輸送の人たちに呼びかけたらいいんじゃないかと個人的には思います。はい。ということでですね。いや、ほんとね、米軍兵士の人たちがかわいそうですよ。ちょっと先にその話しようか。あと3年やらせたら中国が世界一、いや、3年も持たないんじゃないですかね。もう中国が世界一の国になっちゃいますよね。それはそれで問題あるんですけどね。はい。韓国や日本にお前らがホルムズ海峡行けばいいって言ってるし、それが世界から富を集めてるんだからそうなりますよね。それが新自由主義。いや、でもほんと、ひどすぎますよね。隠し財産ですよ。0.1% の隠し財産だけで我々全員の半分の総資産を上回っているという。
まあ資本主義をね、滅ぼさなければならない理由がここにあると思います。はい。社民主義にすべきです。はい。タックス・ザ・リッチ、パニッシュぐらいしてやりたいわってはい。で、先にちょっと軍人さんの話をしますと、ただですね、まあこうした、どうしようもないクソのような戦争に対してですね、いろいろ批判する軍人さんがようやく出てきてるんですけど、次々と解任されているそうです。米陸軍トップの参謀総長を解任、ヘグセス国防長官、理由は不明。理由は不明？理由なく解任していいレベルの人なのこの人って感じなんですけど、米国防総省は2日、陸軍トップのジョージ参謀総長写真の人が辞任したと。CBS テレビはヘグセス国防長官が即時辞任と退役を強要したと報じており、事実上の解任であるとみられる。ヘグセスはトランプ大統領と自分の構想を実行に移す人物を公認したいと考えているということで、いや、要はイラン戦争に反対したからです。更迭したんですよねいやー、でもひどいな。だって、この人、イラク戦争、湾岸戦争、アフガニスタンの、アフガン戦争に、だから、もちろん私とか多分思想的に絶対入れないような人なんでしょうけど、歴戦の大将軍なんですよ。イラン戦争に反対したら、更迭って、もう完全に独裁国家みたいにやっぱりなっちゃってるんでしょうね、中身が。いや、ほんとこんなグロテスクな世界でやってられないですよね。だから結局、独裁者たちだけが得してしまって、我々はね、軍人さんみたいな、この人は比較的権力側に近しかった人ですけれども、こんな簡単にクビにされちゃうんですもんね。はい。ポピュリズムも反ポリコレも全ては資本主義への批判を回避するための戦略だともう考えざるを得ないですよね、こうなってくると。はい。で、さらなるトランプの暴言、これは支持率の低下につながるのではないかと言われてるんですが、戦争中なので保育どころではないと、トランプ氏の問題発言が不都合なタイミングで明るみにということで、さっきから教育予算を削るとか、自民党みたいなことを言ってたじゃないですか。で、教育予算を削るみたいなことを言っている中で、1日のゴールデンタイムに行った演説で、ぐだぐだと、非公開の、その後、その数時間前にすいません、言ってたのが、非公開のイースター朝食会でですね、ベラベラとまた喋ってたらしいんですけど、その中で、連邦政府は防衛費の拠出により重点を置くべきであり、医療や保育は州に任せるべきだということを発言したということで、しかも、例のですね、わけのわからんプロパガンダ動画を作っているホワイトハウス動画公式が、YouTube に投稿してしまったことでこれがバイラルしてですね、なんか慌てて消したりしたらしいんですけれども、どう考えても中間選挙はこれは勝てないですね。今は戦争中なのでですね、子育てどころじゃないだろうみたいなことを言ってですね、医療や保育の予算削減を正当化したということなんですけど、さすがにこれはもちろん民主党支持の人たちは当然としても共和党支持の人たちも容認できないんじゃないかと思います。ただでさえね、戦争に金使うなっていう人たちが、右寄りのアメリカ人の人たちにも多くて、日本みたいにね、外国人に金使うなとか外国に金使うなみたいなことを言う人たちがマガの人にも多いわけですよ。でもね、子育て教育予算ってやっぱり右でも左でも欲しい予算なので、保育か戦争かみたいな二択をした上に、保育なんどころではないみたいなことを言ってしまったので、ですね、はい。さっさとやめてほしいなとしか思えないんですが、だな、どうやってこいつを更迭すればいいんだろうなと、ちょっと悩ましいなと思います。はい。FOX ニュースのキャスター上がりの国防長官になんか見識ある軍事は従えないと。そりゃそうでしょうね。ピート・ヘグセスってただのテレビタレントみたいな人ですからね。軍人でも何でもないですからね。はい。防衛費ってなんだよっていう。最低だなって。いや、そうですね。防衛費っていう表現はおかしいですよね。イスラエル軍の防衛費っていう表現も私は完全におかしいと思いますけど、侵略戦争用の軍事費ですよね。はい。教育楽だったら国も文明も滅びると思うんですけどね。はい。たださすがにこの泥沼化した戦争からはですね、トランプは逃げたがってると思うんですけど、それを許さない人が世界に一人います。はい、誰でしょうか。はい、ちょっと閲覧注意ですが、ネタニヤフですね。はい。イスラエルネタニヤフ首相はトランプ大統領にイランへの停戦を阻止するよう求めたそうです。
まあそうだろうなと思います。アメリカのニュースサイトアクシオスが6日イスラエル当局者の話としてネタニヤフがトランプと電話会談し、現時点では停戦に踏み切らないようお願いしたと。一方トランプ大統領はイランがアメリカの要求を受け入れれば停戦は可能としつつも濃縮ウランの引き渡しうんたらかんたらといって譲らない姿勢を強調したということです。はい。いやー、トランプもいい加減ネタニヤフを切れよ。本当に。一緒に地獄に引きずり込まれてることがわからないんですかね。まあわからないんでしょうけどね。はい。まあネタニヤフからしたらね、それは自分の支持率は上がるし、そもそもイスラエルがね、イラン潰しはやりたかったことですから、まあイスラエル戦争だと、まあアメリカのマガの人たちまでね、イスラエルに操られているみたいなことを、まあ彼ら反ユダヤ主義的な人もいるので、そこはもちろん要注意なんですけれども、言い出しているわけなんですけれども、まあこの戦争をね、積極的に続ける動機があるのはどちらかといえば、まあイランとかね、中東諸国を滅ぼしたいという動機を持っているネタニヤフの方なわけですね。まあその証拠として次々と戦争犯罪をまた起こしてるんですが、イスラエルらしき部隊がテヘランの著名工科大を空爆し30大学以上が攻撃されました。アメリカ・イスラエル共同軍は6日イラン首都テヘランにあるシャフリフ工科大を空爆しました。まあ、ガザで散々やってきたことですね。中東メディアによると敷地内の研究所やモスクなどに深刻な被害が出ました。シャリフ工科大はイランの米マサチューセッツ工科大学とも称される著名な大学で、まあ結構最近イランのメディアとかイランのね、お国柄とか取り上げられることあるので知ってる方は知ってると思うんですけど、イランの科学技術のレベルってめちゃくちゃ高いので、大学進学率とかも高いですし、正直言うと、だから女性の教育レベルとかも、本当に日本に匹敵するぐらい高いんです。まあ、ただ、それと女性差別がひどいっていうことはまた別の問題なんですけれども、はい。ただ、日本のように、学歴とかで差別してるっていうことは絶対ありません。はい。なのでですね、そういうイランの教育をですね、ダメージを与えたいのか、次々と大学を狙って空爆したりとか、まあ、イランもイランで、まあ、報復としてガス施設や石油施設などを攻撃するという、事態に陥っているそうです。まあ、これじゃ停戦なんてできっこないですよね。なんで大学や医療施設を爆破するんですかね。まあ、ずっと見てて思ってるけど、本当なんだろうな、やっぱり価値観が18世紀ぐらいなのかなっていうふうに思ってしまいますよね。いや、なんかまあそういう言い方するとなんか差別的になるからのかもしれないけど、ちょっと21世紀に同じ時代に生きている、まあ、しかも民主主義をイスラエルは名乗ってたわけですからね。だからなんで他人の国の大学を爆破していいと思っちゃうんですかね。はい。まあ、心理賞とか戦争賞とかは実際言ってますからね、トランプはね。いや、自分で戦争を始めといてね、何やってるんでしょうね。ヘグセスは元州兵で小隊長かなんかだった。あ、そうなんだ。一応軍歴あるんだ。すいません、失礼しました。はい。全くただの FOX ニュースのね、家の人だったっていうことしか知らなかった。はい。まあ、賢いやつはいらないみたいなこと言うの、ほんとポルポトみたいですよね。はい。そうですよね。イラン人女性が東大で博士課程修了したっていう、そうですね。ニュースありましたね。はいはい。だから留学してる方とかもね、たくさんいらっしゃるんですよ。まあ、ただそれと、その抑圧的な体制っていうのはね、また別の問題なので、別にイランを擁護したいわけじゃないんですけれども、イランの科学技術のレベルっていうのは本当に素晴らしいし、特に差別なくですね、教育を与えてるというのは事実ではあると思います。いや、本当卑劣ですよね。で、イランといえばまあね、古代遺跡とかもたくさんあるわけですけれども、世界遺産のステンドグラスをまた粉々にしたそうです。文化財への攻撃は国際条約違反だって何回言ったらわかるんですかね、イスラエルの人たちは。いや、まあわかんないんだろうけど。で、まあ、パレスチナについても悲惨な状況が続いてます。ミサイルより入植者が怖い。パレスチナ集落への襲撃、940回9人殺害、数百人来襲の村もということで、まあ、ヨルダン川西岸とレバノンがガザ化しているというニュースがまあずっと届いているんですけれども、本当にひどい状況になっています。イスラエル人の入植者によるパレスチナ人集落への襲撃が激化しており、イスラエルとイランとの
軍事衝突の混乱に乗じ入植者たちが土地を収奪しようとしているとの見方があると。ついでに言うたら、読売なんで書いてないんですけれども、こういったね、めちゃくちゃな入植者の暴行とかですね、犯罪行為っていうのを、イスラエル国防軍だとか、警察の連中がですね、擁護したり、ガードしたりしてるわけですよね。はい。なので、結局裁かれずにですね、パレスチナ人の人たちが次々と殺されたりしていると。だから停戦しているのにですね、なぜか西岸の方で大量の被害が出たり、数百人の入植者が来襲して家2軒と車9台を全焼させ14人を負傷させるなどの、こういった凄惨な事件が毎日のように起きているわけですね。はい。なのでですね、本当にだからイスラエルのこの暴虐を何とかしてやめさせないと、究極のところやっぱりイランとの戦争が終わったことにはならないと思います。イランはずっとね、この話を盾にね、欧米と同盟国への攻撃を続けていくと思いますので、またガザ学校の近くでも空爆があり、死者10人超が出ました。死者ってもう書かないでほしいんですけど、虐殺ですからね。はい。だから、パレスチナの人たちは、もう停戦とも言えないと私は思ってますけれども、一応ですね、学校の勉強を再開したりとか、生活をなんとか再建しようとね、今いろいろとしてるわけですよ。ただそういう中でもですね、ガザ市内でオートバイで移動していたパレスチナ人1人がイスラエルの空爆で死亡したり、ガザ中部でもイスラエル軍が車両に発砲し1人が死亡したり、一連の攻撃による死者は少なくとも12人に達したと。さらに世界保健機関 WTO の業務委託先の職員が治安庁の事案で、おそらくイスラエルに殺害されたというような話も出ています。この前はね、国連軍を攻撃したりしているわけですけれども、何なんだこいつらマジでという。本当テロ国家なので、テロ国家に指定してやっぱり止めるっていう動きがないと、結局のところですね、中東のこの一連の虐殺戦争は終わらないと思います。はい。そうですね。日本は女性差別に加えて学歴差別もひどいですからね。だからイランのこと偉そうに言えるのかっていう感じではあるんですよね。もちろん、その行政的な民主主義制度はもちろんありますし、私みたいな左翼でも逮捕されないわけですけれども。はい。だからね、やっぱりこれに支持率が高いっていうのがもう、イスラエルはダメなんじゃないかと言われるゆえんですよね。左翼を追い出してきたからそうなったわけですけど。で、国連軍との、戦闘といえば、レバノンなんですけれども、国連レバノン暫定軍のカメラを17台破壊したそうです。何のために破壊したんですかね。国連平和維持軍ですよ。レバノンに駐留しているので、国連平和維持軍の本部に関連するカメラを、イスラエル軍が24時間で17台破壊したと AFP 通信が、暴いたということですね。国連レバノン暫定軍が同国南部での交戦に巻き込まれ、先日、謎の勢力の攻撃によってインドネシア人の、兵士3人が命を落としています。はい、哀悼の意を表します。だからさ、国連平和維持軍ですよ。国連平和維持軍に対して攻撃を加えてる勢力がテロ国家でなくて何なんですかね。当然インドネシアは激怒していて絶対に容認できないと、真相を究明すべきであると言っているんですけれども、イスラエルなのでですね、監視カメラを破壊するというふうに応じるわけですね。はい。ですね。イスラエルは自称中東で唯一の民主主義国家っていうね、いや、本当にただの自称でしたからね、すごいですよね。アパルトヘイトやりながら民主主義って。いやー、でも私も本当無知すぎましたね。いや、そこまでひどいと思ってなかったから。いやー、でも毎日のようにインスタにこういう様子が流れてくるの憂鬱になりますよね。インスタとか SNS にね。はい。過去からブラック差別、アイヌ差別、琉球差別、在日コリアン差別、障害者差別、職業差別、女性差別など、そうですね、日本ではあらゆる差別が放置されてきたし、国によって推進されてきた部分さえありますからね。ナチス、大日本帝国、イスラエルというそうですね。イスラエルの中の、反戦デモについてはちょっと今取り上げます。
ちょっと待っててください。その前に最後、レバノンのさらにひどい話なんですけど、アルマヤディン放送局のアルサファール氏が、イスラエル軍がシリア・レバノン国境地帯の占領地域で安全保障を理由に、農地や森林に除草剤を散布し、植生を意図的に破壊したと指摘しました。独立分析では、グリホサートの濃度が通常の2、30倍に達し、作物被害や土壌汚染、住民や健康、食料安全保障への脅威が生じていると主張し、エコサイドであると表現。環境問題に詳しい方知ってると思いますけど、グリホサートって猛毒です。はい。で、これ1ヶ月ぐらい前からなんかやってるらしくて、ガーディアンはですね、レバノンに対してですね、除草剤を撒くという行為を2月ぐらいからやってるみたいなんですよ。で、ガーディアンが当時暴いていて、イスラエルはレバノン南部の農場にがん関連除草剤を散布したとして告発されたということで、レバノンの、ですね、アウン大統領が自ら、この侵略に立ち向かうためには必要なあらゆる法的措置を取ると、言っていたんですけれども、イラン戦争が始まってさらに攻撃が今ですね、ヒズボラを倒すっていうことで激化して、ですね、相変わらず除草剤を撒いているという話なんですけど、ね、ほんとベトナム戦争ですよね。枯葉剤じゃないですか、これ。だから、人がいるところに、すいません、枯葉剤撒いてですね、住めなくしてるわけですよ。何がしたいん、この人たちっていう。だから自分たちが侵略する予定の土地なわけですよね。自分たちが侵略する予定の土地になんで枯葉剤撒くんですかね。本当にちょっと理解に苦しみますけれども。はい。青葉先生、ここからです。罪のない市民ならず、罪のない自然も破壊するということですね。はい。ビッグモーター。本当に。国ごとビッグモーターみたいですよね。本当に最低ですね。はい。そうですね。日本は差別ありまくりなのに対策もせずないと言い張り続けてるだけなので、イスラエルとはまた違った悪質さがありますよね。イスラエルは堂々とやってるのでもちろん最悪なわけですけれども、はい。そうですね。戦争は当然ながら環境や生物多様性も破壊してしまいますよね。はい。そうですね。グリフォサートそうですね。確かモンサントですよね。はい。で、ちょっと先ほど、言及あったんですが、最後、イスラエルの抗議運動が今ちょっと激化しているので、ちょっとその様子、ちょっと痛々しい映像ですが、見ていただきたいと思います。はい。これ先日テルアビブで起きた、反体制デモなんですけど、別に暴力行為とかしてないんですよ。平和的にね、反戦を訴えた人たちをこのように暴力的に拘束して、もう車に入れて逮捕してるわけですよね。イスラエルもずっとこれをやり続けてるんですけど、こういうことをし続けたんで、反体制派の人たちが国外に逃亡したり、みんな黙っちゃったりいなくなっちゃったりして、今に至ってるんですけど、日本もね、こうならないように本当に政府を強く監視していく必要があると思います。この中でね、戦ってる人たちはね、もちろん尊敬するんですけれども、もはや彼らの力だけではね、やっぱりどうにもならないっていう現状はあるのかなと思いますね。はい。ちなみに、モンサントなんですけど、グリホサートを1970年代に開発しまして、今はバイエルというところが権利を保有しているそうです。イスラエルはエコ政策をアピールしてまだ気がしますけど、除草剤撒いて戦争とかジェノサイドやりまくっててエコもクソもないということで、環境にね、戦争が環境に一番悪いって言ったのはグレタ・トゥーンベリさんですけどね、彼女が正しかったですよね。はい。どれだけないと言い張ってもなかったことにはならないですね。まず差別の存在はそうですね、認めるところから始めなきゃいけないですし、イスラエルはね、パレスチナ人の人たちを差別することが当たり前になりすぎてて、それをやらないやつは国賊みたいにこう扱われるわけじゃないですか、非国民だとか。だからそういうなってしまうともうどうにもならないですよね。そうですね、本当こういう社会にしないようにしなければいけないですよね。
はい。そうですね。で、最後にですね、そのような状況の中でも、私もなんかシニカルな考えに走りそうになるぐらいひどい状況なわけですけど、イランの人権状況が米イスラエルの攻撃で深刻なものになったということで、国連特別報告者の佐藤舞さんが、主張しておられます。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから1ヶ月以上が経ちました。国連でずっとですね、イランの人権侵害に対して特別報告をしている、佐藤さんなんですけれども、米イスラエルの攻撃を非難する共同声明の起案を担いましたということで、彼女のですね報告によりますと、当たり前の話なんですけれども、名目としてはイランにいるそういう弾圧されてた民主を助けるみたいなことをほざいていたじゃないですか。しかし結局、よりですね強権的な人たちが支配者になり、ハメネイさんが死んで、さらに人権状況が悪化している上に、空爆がさらに上から降ってくるようになってしまったと。だからですね、アメリカとイスラエルのやってることは人権状況からに照らしてですね、どこからどう見ても正当化できないので今すぐやめろということを、ご主張されているそうです。はい。なんかな、ただこういう人ばかりに頼ってはいけないんですけど、でもね、やっぱりこうやって踏ん張ってる人もいるということを、ですね、アメリカ側に加担している国の人間としては自覚しなきゃいけないのかなと思います。はい。ということで、アメリカ、イスラエルの話でした。ということで、そうですね。今の本当ね、他人事ではないですよ。本当ね、強権的な支配者が、ずっとね、日本でもたくさん出てきてるわけですから、で、今にもイスラエルのような世界になってもおかしくないですからね。で、あるものないと言ったり、過去にあったことやってしまったことなかったと言ったりですね。だから中国が体制がああだからといって、中国に対して日本がしたことが消えるわけじゃないですからね。あまりにもそのこと分かってない人多すぎますよね。はい。ね。京都府知事選で、浜田がなんかそうですね、被差別部落の場所を暴露してたそうですね。ほんと最低ですよね、あいつ。落選してよかったけど。鳥取ループですよね。はい。だからですね、ずっとね、浜田聡はね、鳥取ループとつるんでるそうです。はい。いや、この方ね、私もちょっと最近だから、そのイランの話が出てから、ね、話を聞いたというかね、お名前知った、恥ずかしながら名前知ったんですけれどもですね、普段はイギリスのロンドン大学バークベック校の教授をやってらっしゃるそうなんですけれども、ですね、2000人の民間人が亡くなり、学校や施設、石油関連施設が破壊されています。国連特別報告者としての私の任務はイラン国内の人権侵害について報告することですが、それに関する事柄であれば主体がイラン政府でありアメリカやイスラエルであり継続して報告することが自分の仕事だと思っていますと、いうことでですね、一貫して人権侵害を否定すると、イランの民主を守るという立場からは、お仕事をされているそうです。はい。こういう方も、こういう、茜信子さんもそうですけど、こういう活躍してる方がね、日本の方いるんですよね。いるし、なんか、ことごとく女性だろうが、なんか、いろいろ感じてしまうものがありますけども、はい。ですね。浜田、そっか、2位だったんだ。最悪だな。ですね。浜田聡はもう二度と政治に帰ってこないでほしいですね。はい。だからね、本当日本はね、日本も国内の差別もね、だからイランのことをね、いろいろ言う前にですね、自分たちのことを振り返ろうよってね、だからイスラエルを支援して、自分たちの国でも差別してるってありえないですからね、非難する資格あんのかということを、やっぱり振り返らなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい。ということで、アメリカ、イスラエルの話でした。ということで、皆さんお待たせしました。ちょっと40分ぐらい経っちゃったけど、高市首相、総理辞めるってよという話を、ちょっとしたいと思います。持論通りに憲法9条を改正して自衛隊を派遣したい。すいません、失礼しました。ちょっと動画を流します。失礼しました。持論通りに憲法9条を改正して自衛隊を派遣したい、こういうふうに思っていらっしゃいますか。憲法9条を改正したからといって現に戦闘が行われているところに自衛隊を派遣できる、内容になるのかどうか、これ国会でご議論いただくことでございますけれど、こういったことは予測がつきません。実は総理はですね、当初トランプ大統領の要請に応じてホルムズ海峡に自衛隊を派遣する腹積もりだった。
こういう報道が一部あります。事実でしょうか。事実ではございません。ところがですね、内閣官房参与の今井孝義氏、安倍総理の時の首席秘書官ですね、羽交い締めにされたという、報道の表現でしたけれども、羽交い締めかどうか分かりませんけれども、私が聞いた話でもですね、今井参与はかなり強硬に反対されたというふうに、聞いています。総理が退陣を口にしたという、そういうくだりもあります。真相分かりません。結果、私は正しかったんじゃないかと思います。そこで総理に伺いますが、総理は今や護憲派というふうにも言われておりますけど、ご自身どう思われますか。まず今井さんの名誉のために言いますが、そのような話を私のところにしに来られたことはありません。完全な誤報でございます。護憲派であるのは当たり前で、憲法を、ちゃんと尊重して擁護する義務がみんなあります。国務大臣にも、そして国会議員にもございます。じゃあ憲法改正の持論はですね、総理の期間中は封印されるということでいいですね。それは別問題です。憲法を守る、遵守する、尊重するという意味で申し上げました。はい。高市さんって護憲派だったんですね。だったらあんまりご首相というお立場であんまり会見みたいなことを口にしない方がいいと思うんですけど、どうなんでしょうか。はい。ということで、高支持率でも秋まで持たない永田町で囁かれる高市首相の暗礁と急浮上する、茂木主犯構想の行方ということで、浅川明子さんが東洋経済に書いているんですが、この記事ですね、正直ゴシップ的なノリが非常に強いので、今のところですね、裏取りできている情報ではありません。それは皆さんご承知のお聞きいただきたいんですけれども、これで大騒ぎになっております。そんなことあんのみたいな話なんですが、ただそもそも東洋経済のスクープというわけではなくて、月刊総合情報誌選択というですね、ちょっとなんか経済界の偉い人向けの雑誌があるんですけれども、1万円ぐらいして高いんですが、なので私原文は確認してません。2026年4月号が、高市首相が退陣を口にした夜という記事を出しました。この選択には何が書かれてたかっていうと、3月の訪米でホルムズ海峡への自衛隊派遣に前のめりであった。要はやっぱりですね、訪米した時にトランプに対して私はホルムズ海峡に自衛隊を派遣するって言いたかったらしいんですよ、高市さんは。この選択の記事によるとですよ。なんですけれども、そこに内閣官房参与でさっき名前が出てた今井孝也さんっていう人が、何を言ってんだって、あんたどうするつもりだみたいなことを言って、阻止したと。その中で24日夜に、政府関係者たちが集まる中、高市首相は非常に感情的になり、今井氏の更迭を口にし、総理を辞めたい、退陣したいみたいなことを、言ったということです。そんなバカだ、にわかに信じられない、さすがにネタだろみたいなね、文春っていうデマ的な感じなのではないかみたいな、確かに怪しいって言えば怪しい、確かに検証しようがない内容なのでわからないんですけども、最近高市首相が今井氏の言うことに耳を貸さないため2人の関係は良くないというのは関係者から囁かれているそうです。はい。ですね。で、ドナルド・トランプ大統領と22日にですね、言ってですね、ドナルドはね、最高の平和の使者みたいなことを持ち上げてみせて、この前は、フランスのマクロン大統領とカメハメハを打ち合うなどですね、お茶の間では相変わらず大人気の高市さんなんですけど、その裏ではですね、最側近である今井孝也さんとも大喧嘩をして、一触即発の状況になってしまったということですね。なので、内閣の中ではこれでは秋までを持たないのではないかということが言われ始めているそうです。内閣改造と党人事がそもそも自民党内で予定されてたらしいんですよ。いつもなんか自民党の人たちってよくわかんないけど内閣改造したがるじゃないですか。で、高市さんは気に入らない幹部をまとめて更迭したいというふうに思っているそうで、鈴木俊和さんと仲が悪いので鈴木さんを更迭したいと思ってるらしいんですけれども、ただ麻生くんが
がまたなんか出てきて、いやいやいや、そんな勝手は許さないと。むしろ、高市を下ろして、茂木さんを首相にしようみたいな、まあ、ことが企まれているんじゃないかな、みたいな。まあ、もちろんこれはね、ちょっと言い過ぎというか、あくまで東洋経済の勝手な予測に過ぎないと思いますけれども、そういう話が囁かれているそうです。なんだそりゃ、結局憲法を守る気なかったんじゃんっていうかね、完全に憲法をなし崩しにして9条を破壊するためにトランプの許可を得て自衛隊派遣をするつもりだったってことですよね。でもこれが本当事実だったらもう今すぐ辞任してもらわないと困りますよね。こんな危険な人物だから私はもう左翼なんで高市さんだったらね保険しちゃうかもしれないぞみたいなことを言ってね、まあ右翼の人たちからね高市さんだってそんなことするわけないだろプップーみたいなことをいつも冷笑されてバカにされてるわけですけれども、これが事実だとしたらまあ内閣総辞職者なんじゃないですかって思いますけどね。はい。ということで、道の海賊さん、鈴内さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい。わけわからん和法で日本語を壊すなと。嘘しかつかない高市が誤報言うなら本当だったんですねっていう。まあ、高市さんは通り、この内容はですね、全くの誤報であり、デタラメだというふうにおっしゃってます。はい。何言ってるのか理解できない。高市が護憲派。ですね。なんか1年分で1万円ぐらいらしいです。はい。で、安倍の懐刀だった今井さんも本当大概な人ですよ。今井さんってだから今回ね、なんか日本の救世主のように言ってる人がたまに見受けられるんですけれども、そもそも第2次、第3次、第4次安倍内閣を歴任してきて、まあ今回高市さんが首相になったらだって今井さんの力添えがあったんじゃないかみたいな、まあ、話が出てるぐらいの人なんですよ。で、安倍さんの時に秘書官がやってたんで、高市さんがぜひにも今井さんを秘書官にって言ったんですけど、まあそれは誇示してですね、まあアドバイザーみたいなことをやってたらしいんですけど、その今井さんがブチ切れて、まあ官邸に乗り込んでったみたいな、まあまあなんかね、マガ対なんかトランプみたいな話ですよね。はい。まあどっちもね、極右であることは言っておきたいと思います。はい。いやー、高市と文春なら文春信じるわ。改造好きですよね。どこがどう変わってんだかよくわかりませんがと。秋までと言わずにすぐやめてほしい。ですね。この写真嫌だ、恥ずかしいというですね。こっちの話かな。ね。まあ、自民党の写真なんかどれもこれもなんかいまいちなんだ、異様なんだけど、でも安保法制があるからいけるっちゃいけるっていうことで、だからそうなんですよね。解釈会見をして結局、だから安保法制のね、集団的自衛権を盾にホルムズ海峡に行くつもりだったんじゃないかやっぱりっていうね、まあ、私は最初からそういうことをしたいんじゃないかって予想してまして、左翼みたいなことを相変わらず言われてたわけですけど、いやとんでもない話ですよねこれね。解釈会見っていうかもう9条破壊じゃないですか。はい。今井と稲田朋美がまともに見えたらダメなのに高市がひどすぎるっていうだからもう相対的にね、ちなみに茂木さん差別主義者なんで、差別主義者っぽいのでですね、私は嫌いなんですけど、はい。いやー、でもな、まあ小泉進次郎になるよりはいいのかな。選挙で野党を吹っ飛ばしたせいでストッパーをやらされているよね。確かに。まあ誰も止める人がいないから岩井さんが止めたんですかね。ですね。あちぼせさん、ネギ九条さん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。安保法制は現実的と言っていた人たちは反省してほしいですね。高市さんも学研派宣言しているし、憲法改正したところでどうなるか分からないって言ってるし、もう憲法変える必要ないじゃないですかっていう。いや、でもここに来て本当ね、9条絶対変えちゃいけないっていう世論が高まってることだけは、まあ嬉しいですけど、複雑な気持ちですね。こんなに9条が大事だと、身に染みて思うとは思いませんでしたよ。首相を書いても茂木。いやでも本当絶望感ありますよね。確かにこの議席数じゃね、自民党と政権交代は無理なんでどうしようもないんでしょうけど、まあ死んでもこの300議席は手放さない気がするのでね、麻生はね。はい。結局麻生なんだよな。本当に。早くやめてくれよという、私は麻生に対しても当然思ってますけども。はい。
で、まあ、ただこの話を補強するようなことを、高市さんはこれは誤報ではありません。自らおっしゃってまして、高市首相が答弁みんな怒り狂っていた衆院解散判断の内幕を明かすということで、なんかこれよくわかんないんですけど、突然変なこと言い出したんですよね。高市さんが、日本維新の会との、まあ、党首会談について、まあ、いろいろ聞かれてですね、まあ、国民民主の足立康史さんに対する質問、足立康史さんの質問だったんですけれども、なんか、1月23日に、まあ、いきなり衆院解散に踏み切って、そんなの、党の人たちだって反発してるんじゃないかっていうふうには言われてたじゃないですか。当然、石破さんとかは反対だったと思うんですけど、自民党執行部にもちゃんと伝えていなかったので、みんな怒り狂っていた、ギリギリまで本当に考えた、みたいなことをおっしゃってるそうです。まあ、他にもなんか参院の自民党に伝えてないの、参院の自民党が私の発言を勝手に解釈したのが悪いとか、ですね、私はこう通常国会が開いたら早い時期に解散を考えていると伝えたが何日に解散するとは伝えてなかった、投票日も含めて想定できなかった、自民党の執行部にも伝えてなかったのでみんな怒っていたというような、話をなんかとうとうとし始めたそうです。何考えてんですかねなんか自分が辞めてもその自民党のやつらが辞めろ辞めろ、私高市なんか辞めろみたいなことをね言い出すから、みんなミソジニストだから悪いんだみたいなことが言いたいんですかね。いやミソジニ的な批判をしてるやつらはねもちろん良くないと思いますけれども、そういう問題じゃないでしょ。あなたが突然解散って言ったのが悪いんでしょうが、どう考えたって多席しないでくださいよ。まあなんか1から10までこんな感じだから、本当なんか岩井さんが止めたっていう話がリアリティを持って伝わってくるんですよねはい。ですね。石張方世代有権者サイドの責任は重いですね。やめてもらうと政権交代、左派政党にはセットですね。ちゃんと考えたら解散しないけどな。これが独断多席か。茂木は前に外務大臣やってて中国の記者に Do you understand? ってほざいてた。そんなこともしてたんだ。クルドの人たちとかにも差別的なこと言ってましたよね。この人ほんと嘘つきで他人の整理ばっかりするじゃん。その名は桑名のハマグリとか返答答弁で言って、言ってましたね。ギャグのつもりなのかな、あれ。まあなんかもう高市さんのそのちょっと動向がよくわからなくなってきていてるんですが、まあそれを補強するさらなる材料として首相動静があります。先ほどのですね、選択の記事によると、今井さんとの大喧嘩以来ですね、すっかり高市さんはやる気がなくなってしまい、もう首相の仕事とかどうでもいいっていう感じになってしまったということなんですが、今井さんと大喧嘩したと言われているのが、まあ、報道を信じるならですよ。もちろん裏付けはないんですけど、24日の日です。で、25、26、27はまあ普通なんですけど、その後28日、高市首相は公邸で過ごす。29日、高市首相は公邸で過ごす。あれまあ、その後マクロンと会ったりしてるんですが、4日、高市首相は公邸で過ごす。5日、高市首相は公邸で過ごす。手元にカレンダーがある人はね、確認してほしいんですけどね、週休2日制にしてるんですよ。働いてはどこ行ったのって感じなんですが、28、29の土曜日、あと4日、5日のまあ土日ですね。高市さん休んでるんですよね。いや、ワークライフバランスを考えることは素晴らしいことだと思いますし、まあ、体壊すまでね、もともと持病を持ってる方ですから、体壊すまで働けみたいなことは私が言いたいのではないんですけれども、なんか露骨すぎませんかね。なんか今までだって土日もなくずっと朝の3時とかから働いてた人が突然休み出したんですよ。何かあったのって、まあ思うじゃないですか。はい。もちろん今はね、すべて憶測に過ぎないんですけれども、まあ何かあったんじゃないのかなというふうな話です。はい。いやー、やめたいならやめてくださいよ。私はそれを望んでますよ、高市さん。ぜひお辞めになってください。ゆっくりお休みになられてほしいです。はい。というですね。国政にはそうですね、解散は自民党に利する結果にはなったものの悪影響も多々あった感じで、まあですね。ただ、政権与党をね、野党が批判するのは、それは当たり前のことだと思いますよ。まあ、中道はね、いろんな意味で失敗しちゃいましたけどね。
はい。国会でバラエティ番組をやらないでください。お辞めになって休まれた方がいいです。高市さんにはちゃんと休んでほしいです。高市さんがやっぱワークライフバランス捨てなきゃよかったって思っている可能性があるんじゃないですかね。はい。後悔してくれてんだったらいいなと思うんですけど、赤いですよっちゃさん、ですね。高市さん、ありがとうございます。高市さん無理しないで休んだ方がいいです。もう高市に安倍控えてホワイトハウスの掃除でもしててほしい。はい。ワークライフバランス大切です。掃除も大切です。はい。つうことでね。もうなんかもうこれでもう配信終わりたくなってきたんだけど、はい、すいません、続けます。ただ高市さんには重大な仕事があります。はい、石油危機への対応ですね。高市首相はほとんど取材を最近、後で触れますけど受けなくなってきています。なのでマスコミではなく何で話してるかというと X でポストしております。はい。その X ポストを見ていきたいんですが、昨日の一部報道番組でナフサの供給について日本は6月には供給が確保できなくなるとの指摘がありました。しかしナフサについてはすでに調達済みの輸入ヤフサの、国内での生成2ヶ月分に加えポリエチレン等のナフサから作られる中間団体化学製品川中製品の在庫2ヶ月分で少なくとも国内需要4ヶ月分は確保しております。昨今の平均的な国内需要量うんたらかんたらで使う量も減らすことができ、その在庫期間は半年以上に伸びます。加えてその製品の新たな調達も強化しようとしています。それはしようとしているのかもしれないけど、したがって当該報道にある日本は6月から供給が確保できなくなるという指摘は事実誤認であり、そのようなことは決してございませんと。またマスコミの変更報道かということでですね、木原官房長官もお怒りです。ナフサ6月に供給できなくなるは誤りだと。木原官房長官は午前中の記者会見でナフサの供給に関して日本では6月に供給が確保できなくなるというような報道があるが、これは誤ったものだと述べました。はい。いやー、ひどいですね。なんだ、NHK はちゃんと報じてるのに、誰だこんな変更報道をするのはということで、はい、TBS の映像を見ていただきたいと思います。中東からのナフサ輸入を他の国からの調達に切り替えるべく取り組んでいるところです。この投稿への強い危機感をコメントした人物がいる。中東からの輸入しかないのです。どうか目を覚ましていただけませんか。坂井野晴彦氏、資源エネルギー庁の有識者委員を務める。経済産業省は中東以外からの輸入量が通常の2倍になる見通しを示したが、需要を賄いきれる量ではないと指摘する。倍になったところで輸入の半分も満たしてないわけです。はい。だからどこが安心なんだという話。間違いなく今の状況が続いたら6月積むんですよ日本。もうホルムズ海峡を通る一択しかないんですよ。はい、ということで報道特集だったんですけど、激化する違反攻撃で続くエネルギー危機、石油不足が直撃で問われる日本政府の対応ということで、だから経産省の関係者が2倍にしたとこで意味ないんだっつってるでしょナフサ輸入量倍増90万バレル、キロリットルだっけ、キロリットルによってですね、なんたらかんたらっていう風に言ってるんですけれど、それじゃ全然足りないんですよ。そもそもの量が少ないわけですから足りないんです。足りないって言ってるのに、そのことを理解してないわけですよね。はい。でですね。悲しみさん、コンカラスです。いや、意識してるっていうか、もう名指しですよね、半ば。報道特集しか言ってないから、こういうことをちゃんと指摘してないですからね。はい。テレビ以外はね、新聞とかはちゃんと報道してますけど、ネットにこもるな高市さなえ、選挙前から高市がスレッズにも出没してるみたいですね。ガチの大放映発表じゃないですか。報道特集を潰したいのか。いやでも報道特集潰したら本当に日本終わってしまいますよ。報道特集には頑張ってほしいです。
SNS じゃなくて記者会見して記者を論破すればいい。めっちゃ怒ってますね。一番の対策はさっさと戦争を終わらせることで終わらせてほしいです。坂井野さんの投稿はね、具体的で分かりやすいですよね。だから決してこの人左翼でも何でもないですよ。経産省側の人間ですからね。経産省の人がダメだっつって目を覚ましてくださいまで言ってるんですからね、報道特集に出て。だからその意味は重たいですよね。はい。だからそうね、人々の中には様々な理由からネットを利用できない方々もいらっしゃるんですから、 X で発言したことは公に発言したことにはならないんですよ。はい。少なくとも新聞、テレビ、ネット全部に報じられないと首相からの公式発信とは私は言えないと思います。はい。で、まあ、なんか某国光綾の外務副大臣もですね、ナフサについては4ヶ月分を需要を確保しておりますみたいなこと言ってるんですけど、輸入ナフサと生成ナフサが2ヶ月分です。ナフサから作られる中間団体の化学製品の在庫も2ヶ月分です。だから合計4ヶ月分だというふうに論理の立て付けをしてるんですけど、これらはそれぞれ別に消費されるものなんで、合算されるものではなく、それぞれが2ヶ月分しかないと専門家から指摘されてますよねと。政府の認識が甘いんじゃないですかと。いうことで、食品トレイは、残り2ヶ月しかありません。はい。だから6月がタイムリミットだって坂井野さんが言ってることが正しいです。これちょっとややこしいただ話なんですよ。私もね、詳しくなかったんで、そうだよなって、まあ聞いて分かった感じなんですけど、ナフサって一言言っても、まあ石油関連製品といってもいろいろあるわけですよね。ポリエチレンとポリプロピレンの、国内需要の在庫は4ヶ月分あるが、ポリスチレン、の在庫はないと、薄いということが最近明らかになりまして、まあ、ポリスチレンというのはいわゆる食品トレイであるとかそういったものに、使われているものが多いということなんですけれども、だからですね、まだらなんですよね。ポリスチレンだけがなくなる可能性もある。だからそうなってしまったらお弁当とか出せないじゃないですか。積みますよね。だから、いくらラップとかがあってもね、弁当容器の蓋とかトレイもない、蓋とかトレイがないってなると、当然ですね、その関連商品は全部出せなくなってしまいますので、だからポリエチレンがあればいいっていう話じゃないんですよ。別の物質だから、すべてなきゃいけないわけです。ナフサ関連製品としてはですね。でも、すべてが4ヶ月以上あるというのは事実に反している。ね、事実ではないということですね。はい。ということで、やっぱつれやさん、コンカラスです。X とかいう終わってる SNS に投稿しただけで説明責任を果たしていると思ってるの本当に厳しいって、いや、この国難の時に本当厳しいですよね。なんで X 見なきゃいけないんだよって。いや、結局、天下をちらつかせたせいでね、ビビってるのかもしれないですけど、今こそ報道機関はやっぱり勢力を上げて報道しないと、日本が積んでしまいますよね。はい。まあだから経済界からもね、もうこいつダメだっていうふうに思われ始めてるわけですよ。はい。そうですね。で、報道特集さんなんですけれども、今コメントいただきました。ありがとうございます。4月4日に放送した前半特集の中で、ナフサの供給をめぐり、専門家の、坂井野さんのですね、間違いなく今の状況が続いたら6月には積むんですよ、日本という発言を伝えました。これは需要に供給が追いつかなくなり、日本にとって深刻な影響が出る恐れがあるって、まあ先ほどのだって文脈見たらわかるじゃないですか。中東から輸入してなんとかしましょうみたいな主張の方なんだから、私も同意ですけど、という趣旨での発言でした。番組にとってもその趣旨を適切にお伝えすることができなかったと考え補足させていただきます。石油やナフサの供給をめぐる問題については引き続き取材を続け番組でお伝えしてまいりますということで、まあさすが報道特集だなと思うんですけど、これなんか謝ってないんですよ。誤報じゃないから謝罪してないし、これはあなた方にはわからない、切り取りで見てるあなた方にはわからないかもしれないけど、このままだと需要に供給に追いつかなくなるから深刻な影響が出る恐れがあるよという話でありまして、6月に直ちに供給が途絶するということを断言したんじゃないでしょっていう、まあそれだけの話ですよね。はい。で、
それだけの話なんだけどな。なんでこんな揉めるんですかね。はい。だからこのまま行ったらやばいっていうことはみんなもう分かってるじゃないですか。だからそれはもはやね、ファクトベースの事実があるわけ、PS がないっていう事実があるわけですから、それはちゃんと素直に報じるべきだと思いますよ。もちろんだからといって、必ずナフサが尽きるというふうには限らないわけですけどね、未来の話なんで。はい。もちろん輸入ルートを多角化すること自体はいいことだと思いますよ。ただその自体、それだけではやっぱり限界があるっていうことですよね。はい。ですね。ビーガンを実践しようとしていろいろやってて、よく分かったのですが、ビーガンってそういう原料問題も解決できる。そうですね。ビーガンの人はね、プラスチックとか、肉とかね、そういうものに対する依存度低いですしね、もちろん環境対策というか、地球温暖化対策もできるので、はい。エネルギー資源の対策もできるわけですよね。だから仕出し弁当とか本当どうなるのかっていう話ですよね。このままいくとトレイがないわけですから困りますよね。はい。何も間違ってない訂正と頑張ってほしいですよね。そう、簡単に謝らないのはね、素晴らしいと思います。はい。先ほどね、中長期でのね、プラスとして、インド・アフリカルートの話がちょっと出てたんですけど、日本側でインドとのエネルギー交換調整案が今検討されてまして、4月1日にはインド政府の方が、現行制度では、原油 LPG の輸出ができないと言って、スワップ税率はちょっと否定してるみたいなんですね。なのでですね、多分インドもね、きついので、なかなか、すぐに問題解決というのはちょっと難しいのかなという感じですね。はい。ただ多角化自体は歓迎すべきだとは思います。はい。あまりに中東依存度高すぎたのでね。ですね。理解したくないんでしょうね。鋭いとこついてますからね。はい。で、たまにそういう人がいるわけですけど、現場で物がないと騒ぎ始めているぞ。塩ビ、溶媒、手袋。しかしね、製造には時間がかかるはずだろう。最後のタンカーが入ってきたのは4月2日だ。入港から4日で塩ビが手袋ができるわけないだろう。今の在庫はほぼホルムズ数差前だ。つまり今足りてないなら誰かが買い占めているということだと。こういうポストをしてる人たちが結構いるんですけれども、要は誰かが買い占めてるだろうと。安いうちに買ったり、値上がりを見込んで、ずるく値段つけてるやつがいるだろうみたいな話が出てるんですけど、そういうやつもいると思いますよ。いると思うけど、それは根源的原因じゃないですよね。大衆は当たり前が崩れると原因を理解する回路を持っていないから怒りの矛先が最も分かりやすい標的に向かう。本当の構造はナフサ原油の途絶によるサプライチェーンの破綻であり、この構造に比べたら買い占めなんてほんの些細な反応に過ぎない。仮に買い占めを完全に止めたとしてもナフサが来なければ塩ビも手袋や溶媒も作れない。在庫がゼロに向かう速度がほんの少し遅くなるだけだ。でも大衆は買い占めを止めれば元に戻るという目に見える悪者を叩けば解決すると、簡単に信じたいのであると。これがオルテガの言う原因を理解する回路がないの正体であり、自分の生活圏の半径500メートルで止まる、もっと大きな構造へ想像力が及んでいないと。ずっとこの発信してるドクターパパさんなんですけど、非常に厳しいね発言ですけど、オルテガの大衆の反逆っていう本にねいろいろ書いてあるんですよね。私もこの本好きなんですけど、文明の恩恵を当然と思いそれを支える仕組みに無関心な大衆、スーパーの棚に物があるのが当たり前で、ネットに頼めば物が届くのは当たり前、病院に行けば治療できるのは当たり前、その当たり前の裏側にホルムズ海峡という一本の細い管があった。ナフサ、エチレン、プラスチック、食品包装、医療資材、物流梱包、この連鎖が止まると何が起きるか。便利が消えるのではなく生存の前提が消えていくのであると。オルテガが警告したのは自分が享受するものの由来の問わない人間が増殖していることであり、それがねいわゆる、オルテガが批判的に言うとこの大衆というやつなわけですよね。だから早いうちからねポピュリズムを批判した、本として有名なんですけれども、1930年代にねポピュリズムが、開社して、ファシズムのような制度が生まれたことについて批判的に書いてる本ですね。もちろんエリートならいいってもんじゃないんですけどねむしろどっちかというとその政治家とかねエリート層の人たちの方がパニクってんじゃないかというところもあるんですけれども、はい。ただですね今回に関しては経済界の人たちが言ってることがおおむね正しいんじゃないかと思います。そうですね、もちろんねこれをきっかけにやっぱりねSDGs の面であるとかエコロジーの面であるとか多角化の面であるとかそういったものをね進めていってほしいですよね。ただそれはそうなんですけど、ただ目の前のでやっぱり途絶問題をなんとかしないと人が死んじゃうので、そこはねやっぱりなんとかするしかないですよね。
だいたい原油入ってきてないので、このまま入ってこなければいつか尽きるのは確かですし、戦り方は段階的だったり、グラデーションあるとか当然ですよね。はい。そうですね。オルテガの大衆の反逆は明朝です。そう。ね、無知な大衆状態にエリートも陥ってる。そうですね。今がその状況にもう近いかもしれないですね。みんなパニクっちゃってますよね。まあ私もなんか煽ってるって言われそうですけれども。ゆうこさんこんからです。来ていただいてありがとうございます。で、煽るなと言ってくる人たちの反応、まあ、ドクターパパさんもこの方ね、テレビでインタビュー受けてて、マジのお医者さんだったんですけど、すげえなと思ったんですけど、しかもお若かった。センメルベース反射っていう言葉があります。保身のために過去の誤りが認められず、権力によって事実をねじ曲げたり排除したりする効果です。19世紀、医師のセンメルベースは、三直熱は医師の手が汚れているからだ。消毒すれば母親は死なないと訴えた。しかし、医学界の人たちは、俺たちが殺してるわけがない。黙れと言って、センメルベースをですね、死なせてしまったんですよね。この逸話ですね、私よく知らなかったんですけれども、センメルベースさんが、現代医療の衛生元年の父というふうに言われていて、手とかをね、消毒しなきゃ必ずしないと新生児は死んでしまうっていうことをね、知らしめた人らしいんですが、医師だったらね、それぐらい理解しろやという、医師業界への嫌味なんですよね、これ。確かに医師の方だったらね、そういうエピソードは知らないとおかしいですよね。はい。そうですね、中長期的にはやっぱりもっと再エネを増やしてですね、なんとかしなきゃいけないしね、原発再稼働みたいなことを言ってんのもってのほかだと思うんですけど、はい。でもやっぱり経済界の人たちが少しずつ分かってくれてるのはちょっと嬉しいですね。はい。ここまでしないと分からんのかと、先ほどのね、パレスチナの件で言いたくもなりますけどね、ずっと言ってたやんけど。それはともかく、坂井野さんもコメントしてるんですが、ドクターパパさんと私の問題意識は同じだと思います。在庫4ヶ月分はナフサ2ヶ月と基礎化学品の2ヶ月品であり、ナフサは今のまでは2ヶ月しか持ちません。中東以外を倍にして90万リットルにして、キロリットルにして従来輸入の半分以下です。この試算すらだいぶ甘めですということで、試算ね、こういう分かりやすいグラフ作ってくださってるんですけど、平時はね、中東が155、中東以外が45で合計200を確保していると。で、有事に関しては、この中東に関してですね、ゼロになったわけですよね。ナフサが、なっちまったので、中東以外を倍にして90にして、生産110、在庫150、合計350で、需要290あっても、これをカバーできて、60ぐらいは余らせられると。ところが5月に突入すると、在庫がもう尽きてくるので、輸入90、生産110、在庫60、合計260になり、需要290に対してマイナス30なんですよね。で、繰越分でカバーしたとしても、次はね、在庫が6月いよいよゼロになるんで、この分はカバーできない。つまり積みというですね。そりゃそうだよなと。だからね、もうプラスチック製品とかの一部が2ヶ月しか持たないって言われてる状況なわけですから、いくらね、いろんな、在庫品がね、ポリプロピレンだっけ種類によってはあると言っても万能ではないわけですよね。そうですね。センメルベースは手洗いの重要性に気づいた、お医者さんだというふうに言われてます。太陽光パネル買わないといけないですね。いや、ほんとね、ソーラーパネルとかはやっぱりもっとね、日本押しておくべきだったんですけど、なんかメガソーラーに反対してる人たちがいますからね。いやね、白湿原の件は私もさすがに反対したけど、ソーラーパネル自体は作んなきゃダメですよ。はい。で、これも3月19日の、科学工業日報で明らかになってるんですけど、これ4月7日現在の状況が、更新されているんですが、三菱ケミカル、出光興産、出光興産、東総、京場エチレン、三井化学、大阪石油化学、プライムポリマー、日本ポリマー、新越化学工業、新越化学工業のやっぱりこれが発表が衝撃だったらしいんですけど、エチレン調達先から数量制限を受けたので、大幅な減産に踏み切ったそうです。日本でね、一番、トップクラスの化学工業が信越化学だと言われているので、ここがもう減産するっていうことはですね、さすがに切羽詰まってるだろうと、いうところでですね、煽るなと言いつつも、少しずつパニックが広がってしまっているような状況だと思います。はい。
まあそうなんですよね。もちろんね、政府はパニックを抑えたいんだとは思いますよ。それはそうだと思うんですけど。まあただね、やっぱり情報をちゃんと開示しないとかえってパニクるわけですよね、みんな。うん。子供の頃、1000メルベースの電気を読んだかもしれないです。消毒という概念がなかった病院で塩水で手を洗うことを導入したとか。なるほど。国内間かつ終電を壊さないメガソーラーがもしあったら対象はどうなるんだろうか。もうちょっと受け入れられてた気がしますけどね。やっぱり中国産になっちゃいましたからね、全部。だから中国嫌いの人が叩き始めたわけですよね。はい。いや、ほんとね、今のうち制限しないと6月以降取り返しつかなくなりますよ。で、これ参考なんですけれども、イラン情勢の影響が波及し、プラモデルメーカー長谷川では主原料のポリエチレンの供給が逼迫しています。在庫がほぼ一時枯渇し、現在では8月分まで確保したものの先行き不透明。長谷川社長はそろそろ限界だと危機感を示し、値上げの検討を示唆しているということで、まあ、やっぱりね、娯楽品とかそういったところから先に影響されるわけですよね。で、これ、報道のね、元ネタが気になったので、まあちょっと確認してみたんですけれども、SBS 静岡放送でした。はい。静岡かっていう。まあ割と東京とほど近いところのね、こういう有名なプラモデルメーカーさんがもはや限界に達してると。で、まあここもね、ポリスチレンなんですよ、やっぱり。で、原油からできるポリスチレンですが、ホルムズ海峡の事実上封鎖によって日本市場に入らなくなり、国内の在庫はほぼなくなりましたと。いろいろなつてをたどって国外から手に入れることができましたが、やっと8月ぐらいまでの原材料は長谷川として確保できました。8月以降はどうなんですかと、今のところ非常に不透明な感じで、調達に関わるコストは 20% から 50% ほど上昇しました。紙や印刷、ビニールのコストも上がっていて悩みがつきませんということでですね。まあそもそも原油価格からしてね、めちゃめちゃトランプのせいではめちゃめちゃ上がっているので、はい。どうにもならないでしょうね。だから下手すると本当利益を削られて倒産し始める企業が出てくるのではないかと思います。ですね。国内個人で備蓄できるものではないですからね。そうですね。で、まあちょっと他のね、いろんな、こちら、まだ真偽不明のね、情報が多いので、ちょっと参考程度に見ていただきたいんですけど、まあ X とかね、スレッズではいろんなコメントが出ています。この人は、まあ国名なんですけど、メタノールの小売価格 30% アップの通知が自分の会社に来ましたと。しかも今後そこから 40% から 55% の値上げ予測があり、溶剤、燃料、塗料、接着剤、繊維、合成樹脂、薬品類などが値上げするのではないかと。で、この方はですね、アルミ商社営業歴40年の人ですね。実際本当か分かりませんが、タイムラグがないです。今回製造業を襲っている嵐は猶予時間というものを与えてくれません。その上に有無を言わせてません。日本人的な衝動とから言えば、値上げや出荷制限などもゆっくり時間をかけるように行われてきたが、今回は即日値上げ、即日生産、出荷制限、値上げ幅はありえない数十%以上述べなければ半世紀停止。乱暴すぎる話だが、ここまでひどい話は半世紀なかったと思う。対応しようがないと。自分のフォロワーさんは半分以上製造業関係だが、ここ数週間で TL に流れてくる悲痛なポストに心を痛めている。自分は日ごとリタイア組だけど痛いほど気持ちがわかる。出口の見えない高騰、物不足、仕事量減の恐怖、中小の社長さんの頭の中、売上よりも資金繰りのことでいっぱいであろう。これから金利も上がり、借入金も増やしたくない。とにかく早く単価を通すことで政府のやるべきことはこの一点だと。いうことでですね。はい。まあやっぱり町工場とかやってる人はですね、戦々恐々としてるのが当然だと思います。はい。ですね。モリスチレンはプラモデルの原料なんですね。ありがとうございます。静岡はプラモメーカーが集中してるんだ。ありがとうございます。そう、現場の悲鳴がもう聞こえてきてるんですよ。ね、もちろん報道で裏付けされている情報では今のところないですけれども、まあNHK とかね、こういう SBS 放送でもなんか有名なところとかの企業さんのコメントとかは拾ってるわけですよね。はい。いやー本当にね。だからやっぱり先が予測できないっていうのが一番きついじゃないですか。8月以降本当に日本がどうなってしまうかわからないわけですよ。だから政府が本当はやらなきゃいけないのはロードマップを示すことなんですけど、まあついに経団連の会長まで苦言を呈し始めました。まあ経団連は経団連でね、ろくでもないんですが、備蓄があるうちに総合的な検討をしてください。中東情勢の早期化を備え、設計を節約してくださいと。省エネ、節電、こういったものとして経済界としては必要なもの、こういったものも必要ではないかと
という観点からの進言もし、また協力もしていくと。で、なぜかテレ朝ニュースカットしてるんですけど、経団連会長の元の、長い記者会見の中ではホルムズ海峡を通せ、なんとかして通せみたいなこともおっしゃってます。で、エネルギー需要の抑制もしろと。石油の備蓄があるうちに総合的な検討をしろ。国民のマインドに大きな影響を与えるが、マクロ経済への、影響も解釈しなきゃならないと指摘したということで、もうそんなこと言ってる場合じゃないでしょという感じもあるんですけれども、経団連がね、需要源も致し方ないみたいなことを言ったのは、大きいのではないかと思います。だから高市さんは経団連に言われて仕方ないんですって今なら言えると思うんですけど、全然こういうことを言う気配がないんですよね。何を考えてるんだという。はい。赤尾さん、コンカラスです。こういう資源が枯渇していく中で真っ先に嫌われる中では、ものづくりの中にもエンターテインメントに資したものとなる可能性ありますよね。いや、本当ですよね。だからもちろんね、夏のボーナスとかが吹き飛んでしまう人もいるでしょうし、ね、実際本当仕事がなくなったりですとかね、そういった苦境に立たされる人たちをたくさん出てくるんじゃないかという、そこがやっぱ一番恐ろしいですよね。医療逼迫もそうですけれども、命に関わるので、はい。いや、でもここまで追い込んで自衛隊派遣をやりたいとか言ったら、本当下道にも程がありますよね。あんまり無能で無能って言っちゃった、ごめんなさい。説明つくことに悪意を見出してはいけないっていう、オッカムのカミソリっていう言葉もあるんですけれども、どうなんでしょうかね。自衛隊は絶対派遣反対なので、はい。おとなしはやさん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。需要を下げなければいけないところで補助金を出すって経済分かってんのかなって。だから経済分かってなさすぎなんですよね。だから財界の人たちがもう、いや、高市さんってダメだわって言い出してる。立憲もね、結構早いうちから高市批判してましたけれども、はい。そうなんですよね。今の社会の空気はコロナ初期の頃に似ていて妙な既視感がある。ダイヤモンドプリンセス船内に感染を抑え込め、自粛要請なんかダメだ、経済に響くだろうの頃。でも時を置かず限界が来て社会は急旋回を迫られ困りに困った。そうなる前に節約抑制に舵を切るのがいいだろうということで、やっぱりね、安倍首相を思い出しますよね。だから私最初に言いましたけども、高市さんはね、だから政権を投げ出すんじゃないかという気がするんですよね。安倍さんの私、だから持病を揶揄したりもちろんしないし、本当に病気だったんだとは信じてますよ。だけど、そもそもなんで8月にこんな持病が悪化したのっていう話を元から辿ると、この頃ね、2月にダイヤモンドプリンセス号の事件があって、コロナ禍の対応っていうのがですね、問われてたわけですよ。で、4月にはですね、アベノマスクっていうよくわかんないものを販売してですね、何億円もかけて、配ったわけですけれども、その対応とかが散々批判されて、職責をね、安倍首相はもう果たせる状態じゃないんじゃないかみたいなことを言われて、散々国会でも追及されてたわけですよね。で、8月から7月頃から露骨に元気がなくなってきて、8月に辞任すると、健康不安を理由に辞任するということになったわけですけど、高市さんはなんか、6月ぐらい、7月ぐらいはでしか持たないんじゃないかという私は気がしています。なんか本人メンタル弱そうだし。はい。つうことでね。中学か高校の教科書に需要と供給の関係書いてますけどね。いや、さすがに安倍さんもそこは外してなかったですからね。アベノミクスも大概でしたけども。だからもうショックドクトリン使えるフェーズでもなくなってきた気がしますけどね。はい。いや、アベノマスクほんとひどかったですね。もっと批判したかったけど、すぐ辞任しちゃったんでびっくりしました。はい。未開封のアベノマスクまだ家にある。私お仲間ですわ。いや、だから菅さん枠が茂木さんになるか赤澤さんになるかの多分ね、今駆け引きが行われてるんじゃないかと。さっきのね、東洋経済のこれはかなり推測強い記事なんであれですけれども、記事を考えるとですね、麻生軍は頭の中で誰がいるのかっていう話ですよね。小泉じゃないとしたら、小林さんか茂木さんか、赤澤さんしか多分いないと思うんですけど、さすがにね、鈴木さんはもうないと思うので、はい。その辺のね、あれはね、勝手に考えてくれという感じですが、はい。とにかくですね、人死にが出る前に何とかしてほしいです。はい。ほんとシャレにならないので。
有久明さん、ここからです。総理という役割に飽きてる。いや、私もそう思いますよ。うん。絶対もう嫌になってるんじゃないかと思うんですよね。いろんな状況が重なってるんで。だから、当時の安倍さん状態になってるんじゃないかと。もう対応できなくて、レームダック化してるんじゃないかというね。高支持率なのに、まあ、やる気が全然出ないみたいな。はい。アベノマックス未開封で官邸に送り返しました。それは強い。めちゃくちゃ腹立ったのですぐ捨てましたと。いろんな反応あるな。はい。まあですね。で、高市さんの寿命が3ヶ月みたいなはひどいことを今言いましたけれども、その根拠はまた別にあります。はい。中東情勢の関連補助金が3ヶ月しか持たない。高市に忍び寄る財源不定の影ということで、いやー、ロイターは鬼のようなもう容赦ない記事を書いてるんですけど、まあただこれもね、算数すればね、確かにすぐわかる話だし、私もね、うっかりしてたっていうか、やっぱり経済あんまり強くないのでごめんなさい。分かってなかったんですけど、高市さんの確かに積極財政政策でおかしいじゃないですか。今需要を抑制しなきゃなんない段階なのに補助金をジャブジャブ出してガソリンを使わせてるわけでしょ。確かに経済政策としておかしいという批判は分かってましたよ。分かってたんですけど、それ以前の問題として金がないんですよ。3ヶ月で底をつくと。今回、2026年度の当初予算の、予備費がですね、2兆円ぐらい、巨大予算って言われて、霞んでいたんですけれども、2兆円ぐらいしか、用意してないんですよ。で、なので、今日成立しちゃいましたけど、現在のペースでガソリン補助を続ければ、月6000億円消費していくので、3ヶ月でですね、1兆8000億円です。はい。終わりですね。はい。だから、ガソリン補助金がなくなります。ガソリン補助金がなくなるんで、6月の真ん中とか7月の頭ぐらいにボガーンと、石油とかですね、電気代とかが、むちゃくちゃ高騰する可能性がありまして、そうなるとですね、高市政権が吹き飛ぶのではないかっていうか、その前に高市さんが逃げ出すのではないかという、合理的予測が立つわけですね。いや、っていうか我々の生活をどうなるんだよっていう感じですけども。だからやっぱりね、坂井野さんが言う6月はタイムリミットっていうのはその面でも正しいような気がするんですよね。液化天然ガスも高騰しており、高市氏が補助再開に乗り出せばガソリンと合わせて月9000億円ぐらいかかる可能性もあるみたいなことも言われてまして、多分赤澤良生さんは分かってるんじゃないかと思うんですけど、現時点では原油や LNG 価格の動向やエネルギー価格の変動やガス料金に与える健康を注視しながら必要な対応を行うということにしたいと。なんかすごく、持って回った言い回しを6日の予算委ではしてたんですけれども、いやー、これはどうにもならないですね。だって金がないんですもん。いくらなんでもね、予備費を、莫大な予備費をポーンと追加するっていうことはできない、政治的にちょっと難しいでしょう。なんぼ300議席あるったって。だから2兆円の予算がなくなったらですね、高市さんはどうするのかなという話ですね。はい。ちなみに、先ほどちょっと代替調達の話も出てたんですけど、米国産原油の輸出も限界に近づいているそうです。なぜかというと、超型原油タンカーの運賃が急騰し、一部航路で最高を記録した、ライタリングの費用も過去数週間で最大10倍に跳ね上がったというですね。ライタリングっていうのはいわゆる積み替えですね。この前、ホルムズ海峡のガックのルート通ってきた船は積み替えをしたんですよ。タンカーが小さかったので、積み替えなどを行って、なんとかですね、アメリカとかから石油を今確保しようとしているわけですけれども、ライタリングの費用が最大10倍になっているので、無理だろ、これっていう。費用倒れするでしょっていう。話ですね。日本政府の言う供給が確保されたという話は調達価格については触れていないが、価格が大幅に上昇することを想定するのは自然であろう。国際市場では減少した供給と同じだけ需要が減少するように価格が上昇するのが当然であるというですね。だから無慈悲なちょっと経済原理によって、高市さんのというか我々の財布の中身が全部なくなってしまうのではないかという懸念が出てきています。はい。
天市さんコンカラスです。自分も経済に詳しくないですが、どんどん国債を吸って利上げをしてインフレが進む未来が見えますって。いや、ほんと下手するとね、ハイパーインフレになりますからね、そこまでやっちゃうと。あ、ツッキーさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。なので、これ以上のね、超積極予算は無理じゃないかと思うんですよね。アベノマスクに変な黒い相手はしたら、そうなの。それは捨てた方が良かったですね。ですね。容赦で、自民党数だけいっぱいいて、ろくな人材いない。いや、今の高市さんをなんで下ろそうとしないんですかね、彼ら。本当どうしようもない人たちですよね。まあ本当根本的にはだから高市さんを立てた自民党が悪いですからね。はい、そこは絶対忘れちゃいけないと思いますよ。だって一月何千億とか下手すればラッジョーとかです。それは無理ですよね。まあ無理ですよね。確かに計算すればすぐにそこをつくっていうのは分かる話なんですけど、さすがこれ言うのにすぐ気づくのロイターさすがですよね。っていうか日本の新聞これを報道しろよっていう。そういうのにお金を使うくせに高額療養費の限度額を上げるんですよね。いや、ほんとそれも許せないですよね。ちょっと後で言いますけど。はい。国債吸ってすりまくれ。責任ある積極財政とは何なんだったのか。価格高騰対策するにしてももっと対法あったと思いますけどね。いや、ほんとね、長距離ミサイルとかぶん投げてね、なんとかしろよっていう感じですけど。ほんとガソリン補助金が大愚策でしたよね。今すぐやめた方がいいんじゃないかと思いますよ。そしたらね、2兆円余るわけだから何かに使えるでしょう。だから電気ガス代がこれ以上高騰する前に手を打った方がいいと思うんですけどね。責任のない積極財政。まあ支持下げたくないから結局ガソリン補助金入れたんでしょうけど、本当握手だったと思いますね。ガソリンが高騰した、時点で高市の無能さに気づく人たちどうなっちゃうんでしょう。いや、やっぱり身近なことしか考えてないんじゃないですかね。先ほどのオルテガの話ですよね。はい。まあね、ガザ虐殺のことに関しては関心持たないのに、まあ自分の近くのことだけは関心があるっていうね、それは本当ね、ポピュリズムの悪いところですよね。それじゃやっぱりダメなんですよ。村上さんからです。ご体調大丈夫ですか？無理なさらないでください。ありがとうございます。もともと統治に興味ないんだろうなってもうそれを言っちゃったらもはやそう、スタグフレーションってね、日経はすでに警告してますからね。はい。ですね。だから結局ね、高市さんを女性だからって言ってそうやって持ち上げるのも差別ですからね。はい。それは本当自民党の人たちは本当ね、海よりも深く反省してほしいんですけど、どうせ反省しないで、まあ高市さんがね、能力がないから悪いんだみたいなね、女性だからだみたいなことにせるんだろうなと思うと、やっぱりあいつらを許してはならないっていう気持ちになるんですけどはい。だからね、悪いけど本当自民党の罪非常に重いのでね、まあ、石破さんみたいにまあ反対してた人たちは別ですけれども、はい。今日の NHK 政府によると原因は年明けまで大丈夫、ナフサは6月に積む誤りとするニュースを伝えた直後、鳥取のガソリンスタンドが休業し、卵の容器が値上がりし、歯科の使い捨てグローブが手に入らなくなっていると言っていて、文脈が完全に破綻していました。こうやってこの国は破綻していくのでしょうかと。まあ、マスコミがやっぱり機能してないというのも非常に先ほど自民党の罪については言いましたけれども、大きいと思います。というか NHK 本当にまともに報道してくれよ、真面目に。だからね、こういう、だから細かい話は報道してるんですよ、調べたら。確かに、全く報道してないかっていうと、そんなことないんですよ。そんなことないけど、さっきの、木原さんの話とかをベタな記事で報道しちゃうから、余計タッチ悪いんですよね。だから NHK にこうやって報道されたら信じちゃうじゃないですか、皆さん。はい。まあそうですね、高市さん、自分で女性としてみたいなことであんまり言わないところはね、そこはいいと思いますけどね。で、普段からニュースとね、そうですね、生活を結びつけて語るべきだし、国営放送君はね、曲がりなりにも BBC ぐらいの報道をしてくださいよっていう話ですよね。だから生活と政治が身近に感じられないんだっていう。まあなんですけれどもね、高市さんがまあ唯一の我々の情報源になりつつある X で何を言ってるかという話なんですが、本日国家公務員、合同初任研修に出席し内閣総理大臣として訓示をしました、ということで、日本の国力を強くするためには何より人材力が重要です。国家国民のために力を尽くしたいという志を持ち、自ら国家公務員の道を選んでくださった皆様は、日本全体の、財産ですと。
できない理由ではなく解決できる方法を考えてほしい。そして誇りと責任を持って困難な仕事に挑戦してほしいと申し上げました。いや、自分に言い聞かせてますこれ。いや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 という。で、まあ、外国、フランス出身の西浦さんが、高市首相の本も読みましたが、ずっと気になってたのは、人または人間という単語がほとんどなく、多くの場合は人材力という表現が使われてました。これは何なんでしょうかと。だからマスメディアは本当はね、西村さんみたいなことを書かなきゃいけないと思うんですけれども、我々は常になんか高市さんのツイートしか読めないわけですよ。まあ、そして、とどめにはですね、記者会見が少ないことや、それを専門家がどう捉えるか解釈しているかは、すでに1週間前に共同通信が報じています。高市首相がなぜこのような行動を取るのか取材をしろと言われましても、引用元のアカウントが自分でおっしゃっているように本人が出てこないので、裏取りは不可能です。何を勘違いしてらっしゃるのか知りませんが、基本的に報道機関が行うのは首相が何を言ったか書いたかだけであり、それがどういう意味を持つかは本人との双方向のコミュニケーションを取り、それ相応の確実性がなければ書けません。蛇口が閉じているのにお前らは水を取ってこない、職務怠慢だとか言われてもそれは無理です。蛇口が開いているのに水を取ってきていないならまだわかりますけど、まあちょっとね目が点になる発言だったんですけど、これまあ自称キー局のテレビディレクターの人らしいです。いやー、やめたらこの仕事マジで。まあこういう人ばかりじゃないと思いますけどね。だからなんで首相が何を言ったか書いたかしか言わないと、なんで首相の X ポストをそのまま報道するんだみたいな、まあ当然の批判なんですよ。佐伯真子先生の元ポストは。で、当然の批判なんですけれども、何を勘違いしてるんだみたいなね。いきなりなんか闇マリクみたいなことを言い出したんですよね。何勘違いしてんだこの野郎みたいなですね。いや。だからそのさ、マスコミが報じてくれないと私たちだって事実が何なのか分かんないんですよ。X に書いてあることをそのまま真実だと思えないじゃないですか。改めて思いますけど、裏金議員国会で戻して自分にも様々な疑惑や報道や早苗トークンがあっても追及から逃れ、外交でやらかしても絶対に撤回を謝罪もせず、記者会見も開かない、SNS で一方的に私は悪くないですと言っている人が急いでいるスパイ防止法や会見は本気でやらせたくない、怖すぎますと。はい、その通りだと思います。ということでですね、お前やってですね、いや、本当にお前やですよね。はい、明日も全国で会見反対デモがございます。はい、後であるいは言いますけれども、はい、皆さん集まりましょう。集まれる人は集まりましょう。配信見れる人は配信見ましょう。安倍が新任公務員を前にすごい高い倫理観を持ってといった話を思い出す。それ本当の話です。そんな話ありましたっけ？すいません。笑ってしまって申し訳ない。ちょっと嘲笑的な笑いをしてしまいました。申し訳ない。気を取り直していこう。高市が多用する国家だと国家経営のみの話をしているような気がすると。だからね、国民って言わずになんか日本と全体化して語るの気持ち悪いですよね。なんか本当右翼の人の価値観だなというですね。まあそうですね、ぶら下がりをやってくれる人とやってくれない人なのはいると思うんですけど、まあ高市さんは明らかに確かにマスコミをね拒絶しているわけですけれども、でも自分でこれ言うかって何を勘違いしてんだみたいなこと逆切れじゃないですか。いやー本当にね、高い倫理観を持ってマスメディアの人には頑張ってほしいと思います。はい。そしてまあ先ほどですね、ちょっとコメントありましたけれども、高額療養費の負担増を含む予算案が今日可決されてしまいました。はい。引き上げによる受診抑制の影響を軽視し、患者団体の訴えにも一切聞く耳を持たない高市政権に満身の怒りを持って抗議しますと。結局ですね、予算案、なんとか批判してね、止めてほしかったんですけども、27万人の署名を、全国保険医団体連合会さんなどが集めたにもかかわらず、高額療養費制度、改悪が通ってしまいました。まあこれね、本当にね、まあ署名とかね、
してた方はですね、分かってらっしゃると思いますけど、本当にこれ問題だと思うんで、撤回させるべきだと思います。はい。非常、やっぱりですね、高額療養費というか、当事者の方にとってはね、致命的な負担になりかねない話なので、年収、例えば650万から770万円の所得配分では、現行の限度額8万100円から2年後には11万400円と約3万円も増加するんですよ。これだと本当生きていけないでしょう。だからですね、なんとか、確かに今自民党が政権、議席数が多いので難しい話だとは思いますけど、なんとか施行までに、止めたいなというふうに思います。はい。ですね。右派にとって国とは人ではなく国体というね、だからなんかいまだに国体なのかなというですね、はい。国体を前提としてるのはやっぱり右翼的な世界観だと思いますよ。はい。いや、せっかく本当一番踏みとどまってくれたのに台無しですよね。何だったのせっかく患者さんの話聞きに行ってくれたのに、あれは何だったんだっていう話ですよね。ノミネーさんここから説、記者クラブって何なんでしょうね。本当に存在意義があるのかと。だからこういう時にまとめて抗議するために記者クラブでしょっていう話なんですけどもね、こういう話もあんま報じてくれないし、維新と絡んで本当ね、そもそもやっぱりこれも維新が進めてた話ですからね、自民党だけに全ての席を言うつもりはないですけれども、それにしてもひどい。各所得処分、区分ごとに年間上限を決めるならまだしも、一応所得区分ごとにね、いろいろ決めてるはずではあるんですけれども、その上がり幅があまりにも致命的なので、払えないだろうと、到底650万円ではね、3万円、11万円も払えないでしょう。だからですね、どうやって生きていくんだっていう話ですよね。保険会社と結託でもしてる。それはずっと噂されてますよね。はい。だから経団連は反対しないんじゃないかとは、それはもう今では陰謀説のレベルですけど、そういうのも本当はマスコミが調べてほしいんですよね、ちゃんと。身内が高額療養費に頭を抱えています。本当に人がたくさん死んでしまいますと。月にすると約117円の保険料軽減効果。そう、我々にとってほとんどメリットないですからね。だから高額療養費を受けてる人だけが苦しむんですよね。だから先住主義的ないまだにね、そういうその医療削減の、主張を、維新は続けてるわけですけれども、いい加減にしてほしいですね。はい。そうですね。正直、中道さんがあんなことにならなければという惜しむあれはありますが、いやーでもね、ほんと全ての人に関わりがある話ですからね。高額療養費高すぎて受診委員会をしてるのにと。アッパーパー参考カラスです。自民党もひどいが、本当維新もひどいですからね。ただね、自民党が今まで進めてる政策として、国のそもそも薬価をですね、異様に低く抑えてるんですよね。で、沢井製薬さんが、弊社製品の供給に対するお詫びという文書を出しまして、限定出荷中の製品が85品目、出荷停止中の製品が27品目に及んでるそうです。で、私、これてっきりね、医療品もね、ナフサ由来のもの多いわけですから、早速ナフサの影響が出たのかと思ったんですけど、そうじゃないらしくて、まだ中東情勢の影響ではありませんと。沢井さんも他の製薬会社さんも、5年前からずっとこんな調子でやっております。国が薬の公定価格である薬価を下げすぎていて、円安で物価も人件費も上昇しているのにまだ下げ続けているので、作るだけ赤字の薬が多いせいで、今回の戦争とはまた別の問題ですと。いうことでですね、日刊現代もちょっと煽り気味で言ってるんですけど、ナフサ不足でさらにお薬難民が出る恐れも出ていると。ナフサではね、やっぱり手術用の手袋や注射器などが、透析のね、必要部材などが、死活問題に今なっているわけですけれども、ロキソニン、ボルタレン、カルノアンなどのね、馴染みのある医薬品の多くがナフサ由来ですと。インスリンも当然、ナフサ由来の注射器などが使われているわけですけど、それに加えてこういう状況になってくるとですね、もうちょっとどうしようもないですよね。だから本当に医療危機だと思いますので、
まあそれこそね、ここには補助金出してでもなんとかする必要があると思うんですけれども、まあその逆の方向に行っているわけなので、何なんだ本当この政権はというちょっと怒りが強くなってしまいますよね。はい。格差を広げた根源が小さな政府にあると多くの人が未だに気づいていないのはなぜなんだろう。いやー、気づいてる人と気づいてないふりをしてる人といると思うんですけどね。本当に。社会保障改革については、だから、今ですね、だからいろんな基金の積み増しとかしてるわけですけれども、まあそれをもう一回全部洗い直した方がいいと私は思ってますよ。まあ蓮舫さんとかそういう主張してたんですけど、その子にはね、まだ無駄はあると思いますよ。まあ軍事費とかを削らないとしても、ですね、医療費とかこういう必須医薬品とかについてはね、絶対削ってはいけないと思うんで、それ以外の分からね、取ってくるべきだとは思います。はい。医薬品そのものもそうですが、包装もプラ製品ですし、一体どうなることかと気が気じゃないですよね。はい。で、まあ、なんでしょう。我々の未来というかですね、どういう、対応してるかという参考にですね、やっぱりなるのは韓国だと思うんですけど、注射器の注文が受けられません。各国で医療消耗品の値上げ品切れが現実にということで、まあ、かなりね、うまく対応してると言われている韓国なんですけれども、韓国国内の医療現場では、やはり医療消耗品の値上げや品切れといった事態が現実化し、医療界が韓国政府に緊急対応を求めていると。ソウル特別市医師会は3日に声明書を出し、注射器、インスリン注射器など基本的な医療消耗品は全ての診療行為の根幹であり、その供給が不安定になる場合、必須診療そのものが脅かされることになることは避けられない。こうした状況は単なる流通上の問題ではなく、患者の生命と直結した医療安全問題であるとし、とりわけ慢性疾患の患者、糖尿病の患者、予防接種対象者などは直接的な被害を受けることになる可能性が高いというふうに懸念を示しました。はい。なのでですね、需要抑制をしつつ、何度かですね、医療消耗品については最優先で、解消してくれと、懸念を解消してくれという要望が出されているそうです。で、それを受けて、韓国にはですね、現在150カ所のそのまま提供しますセンターっていうのがあるそうなんですけども、これを食料品と生活必需品を備え、必要な市民が無償で受け取ることができる施設です。中東情勢による経済危機の中、これを現在の場合の300カ所に増やすことを、イ・ジェミョン大統領が予算演説の中で明かしました。食べ物の問題で死んでしまう人や犯罪に手を染める人が出ないようにすると、その背景を説明していますと。いうことでですね、もちろん医療品についてもこれからいろいろ対応していくと思うんですけど、食べ物の問題で亡くなってしまう人などが出ないようにすると、日本人にはこの発想がないと、貧困層に恵んである必要がないみたいなことを言う人がですね、なんかトップに立ってしまってるので、いやー、その発想をやっぱり転換しなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。はい。そうですね。結局税収増えてもインフレ税と言われてますからね。はい。余裕が増えてるわけではないと思います。税収が上がってるのになぜか減らされる医療費なんですけれどもね、やっぱり優先順位が間違ってんじゃないですかね。はい。軍事費増やしてるのが私は納得いきませんが、日本の税金の使い方の透明性が低いのを初めて知りました。韓国の透明性は段違い高かった。そうです。そう。日本の税金の問題ってね、基本的にみんなね、税金を減らせっていう人が多いですけど、私はちょっと懐疑的で、税金の取り方っていうよりかは、だって皆さんちゃんと税金申告してるじゃないですか。だからね、税逃れが多いっていうよりかは、税金の使い方が不透明すぎるんですよ。独裁国家レベルだって。はい。それ調べてみればわかると思います。だから何に使われてるかわかんない金が多すぎるんですよね。だからそこのね、透明性を確保すればですね、多分何かしら出てくると思いますよ。はい。報道特集にも1型糖尿病でインスリン注射してる人、はい、出てきましたね。はい。犯罪率の上昇の原因を失勢にあるときちんと捉えている各国と外国人のするすぎにする国っていうね。だからなんか根幹からそこが違うんだろうな。はい。ということでいろいろ話してきましたけども、やはりですね、日本政府、高市さんに期待することといえば、はい、イランとの交渉でございます。高市氏、イラン、米双方に意見を言える電話首脳会談に意欲ということで、ついに、
目覚めたっていうかですね、噛んじゃったけど、茂木敏光外相とイランの荒口外相が6日夜に電話会談したことに触れ、私が次の段階で交渉したい。ホルムズ海峡の安全な航行を確保してほしい。そして周辺国への攻撃が激しく行われたということでインフラが破壊されると中東情勢全体が、大変な状況続くので、そういったことも含めて、話がしたいと、とにかく話がしたいんだということでですね、トップ会談をすると。イランと歴史的関係を我が国は築いており、米国は同盟国なので、その国で、仲介になるかどうかは分からないが、両方に対して意見を申し上げ、事態沈静化の重要性を訴えることができると。いやー、高市さん、それをやってくださるならありがたい話ですって、それの動きはね、素直に支持したいっていうふうに、思ってたんですけど、はい、同日の、木原さんの会見を見て、最後にしたいと思います。中東情勢の関連で、高市総理が先ほどの参議院予算委員会の中で、イランとの首脳会談について段取りをつけていると答弁されましたが、調整状況など事実関係を伺います。またアメリカのトランプ大統領が主張するイランとの交渉の期限を前に、できる限りのことをやるとも答弁されましたが、日米首脳の電話会談も調整されているのか、合わせて確認いたします。はい、これは高市総理が、国会で、述べた通りでありますけれども、現時点でイランとの間での、電話での首脳会談について、具体的に決まっているということはありません。中東情勢の関連で、はい。最後の言葉聞こえました？具体的に決まっているということはありません。具体的に決まっているということはありません。何も決まってないか、これからかって国会での高市総理、もうすでにイランとは何度もやらせていただいております。さらに首脳同士という話でございますが、こういった段取りをつけさせていただいておりますと、先ほどのようにですね、ロイターが報じたように豪語しているんですけれども、木原さんが言うところによると、現時点で今は何も決まってませんと。マジでいや、わかんないですよ。時間が少し経ってるので、もしかしたら何かが、何かが生まれているのかもしれない。水面下で何かが動いているのかもしれません。今もうこの瞬間も向こうは昼なわけですから、何かがね、動いているかもしれないですけれども、はい。これが今の日本の現状だということですね。はい。ということで、高市さんやめてほしいなという話でした。はい。お付き合いいただきありがとうございます。新自由主義者が引き起こした問題を貧民や弱者に向けさせるのがポピュリズム政権。そうなんですよね。やっぱりそういうことやってるうちはね、問題解決に乗り出さないですよね。なかなか機運というかが。はい。今でも毎週土曜日のね、都庁前の生活貧困のそうですね、相談会にもすごい行列ができてるそうですね。はい。トランプべったりの高市にイランとまともな交渉ができるのか。トランプにガツンと言え、自国に対して愛国心より羞恥心と嫌悪感が勝るというですね。はい、そうです。産経新聞のしかも記者なんですよ、聞いてんのは。なんで産経の記者がこれ聞くんだよっていう、そこもちょっとびっくりしたんですけど、産経の方がテレビよりジャーナリズム精神発揮してるってそう、何度もやってるっていうのは何の話だった？いや、何の話なんすかね、これ。よくわかんないですよね。だって今の時点で何も決まってないんですよ。何も決まってないし、だって荒口さんとさえ話してないじゃないですか。茂木さんの話したけどさ。だから何度もやってるって何の話なの？茂木さんと荒口さんが話したっていう話なんですかね。いや、それは知ってるけど、進展なかったじゃないですか。はい。シマエナガさんはね、かなり批判を頑張ってくれてるので、私はフォローしてるんですけど、検討を機に検討を加速していくみたいなですね。いやー、だから未だに新自由主義を捨てて去ってないのって、なんか、アルゼンチン、日本、なんかトランプみたいな、もうネオリベ同盟いい加減にやめてくれって感じですけどね。いやー、百田直樹でさえ言ってるぐらい、百田直樹は百田直樹でね、相変わらずヘイトスピーチばっかりしてるので、それはそれでもちろんね、参政党もそうですけれどもね、評価するわけにはいきません。自民党の罪も大変重いと思うし、高市さんすべてにね、一人に帰籍することではないと思うので、それはね、注意なんですけど、いやー、ほん
このセリフ内閣総辞職してほしいな。300議席あるけどだってまともに交渉できてないじゃないですか。今の時点で何も決まってないってどういうことなんで、申し上げられないだったらまだわかるんですけどね。また秘密にしてんだなっていう風に思えるじゃないですか。それも良くないけど、何も決まってませんって断言しちゃったので、本当に何も決まってないんでしょうね官邸でのんびりしなきゃいけないし、家事とかで睡眠時間。いや、ワークライフバランスには配慮してほしいんですけどイランと会談することもそうなのですが、それより前にアメリカに対してイランから撤退することに言ってほしいです。いや、だからアメリカに言えないんだったらイスラエルに言ってほしいです。本当に私は。なんでネタニヤフにさえ言えないんですかね。小野寺さんのせいですかイスラエルはどうでもいいじゃないですか。お前ら戦争犯罪やめろやってなんで言わないですかね。本当にもう腹立ってしょうがないわ。ですね。そうですね。神谷さんはなんか相変わらずヘイトスピーチして元気になってますね。まあ、高市さんをなんか叩くためにまた彼らが出てくるのは、それはそれで問題あるのでね。そこはやっぱ許しちゃいけないと思います。これからちょっとヘイトの話しますけど、はい。早くやめてゆっくりしていただきたいと思います。はい。ということで、高市さんの話でした。よかったら高評価、チャンネル登録とぜひよろしくお願いします。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。まあ、はてさてちょっと養分遅くなってきたので、ちょっと巻きで、今後行きたいと思うんですけれども、日本に飛び交るヘイトスピーチや政治弾圧の話をして、最後、デモの話としていきたいと思います。ちょっと動画流しますので、ご視聴注意ください。東京渋谷区のスクランブル交差点で男が液体をまき火をつけた疑いで逮捕された事件で、男が事件前、知人にスクランブル交差点は有名なところなので注目してもらえるなどと話していたことが分かりました。この事件は3日の午後9時ごろ、 JR 渋谷駅前のスクランブル交差点で液体がまかれ火がつけられたものです。警視庁は事件後に出頭してきた名古屋市に住む50代の男往来妨害の疑いで逮捕しました。これまでの調べで男は日本の現状を世間に知ってもらうためにやったと供述しているということですが、男が事件前に知人にスクランブル交差点は有名なところなので注目してもらえるなどと話していたことが分かりました。スクランブル交差点で火をつけて段ボールに貼ってあるものをテレビ局に見てもらって、日本が取られるっていうのを報道してもらってみんなに知らせたいっていうふうに言ってますね。スクランブル交差点は有名なところなんで、そこでやればみんなに注目してもらえるからっていうふうに聞きました。FNN の取材に応じた知人によりますと、男は今年に入ってからスクランブル交差点での放火をほのめかしていたということです。警視庁は男から当時の状況を聞き、動機などを詳しく調べています。はい、ということで渋谷の話なんですけど、もしね、ちょっと近くにいて怖い思いをしたという方いたら、ごめんなさい。本当、心に気をつけられてほしいと思いますが、まあ、とんでもない事件ですよね。一歩間違えば大惨事になりかねなかった。まあ、交差点の真ん中で突然ね、ガソリンに火をつけるという、暴挙をやらかした人物が逮捕されたわけなんですが、ギャンブル日記さん、コンカラスです。そう。まあ、ロンウルフの典型的な犯行ですよね。で、まあ、高市さんを批判してる極右の人たちいるけど、大体こういう人たちだったりするのでですね、やっぱりリポストとかするとき、最近私も気をつけてるんですけど、たまにいるので、ほんと注意した方がいいと思います。はい。X を除いたら陰謀論者のネット右翼が渋谷の交差点で放火して、別のネット右翼が外国人が放火したってデマを流していると報告されてて春だなと思いましたっていうまあちょっと三尾さんのこの書き方シニカルすぎると思うんですけど、渋谷スクランブル交差点の放火犯は陰謀論者の人で、その中でも集団ストーカーなどを投稿していたアカウントのようです。犯行予告などめいた投稿もありまして、おなじみのアカウント群が外国人がやったとデマを流していますので、拡散しないよう注意が必要です。まあこれに関してはね、まだ証拠もないですし、だから私一応精神障害の当事者として言いますけれども、その人物の精神病
であるとか精神の病であるみたいなのに責任を期すのはそれはまずいと思うので、そこはちょっと違うと思います。そこはちょっと違うと思いますけれども、まあ最悪なのはですね、そうこういう排外主義者の人たちがですね、ガソリンをまいた人物は外国人に決まってるみたいなデマを流して、で死ぬことをしかも反省もしていないっていうような話なんですよね。ほんと嫌ですよ、このラハルの訪れ。自称愛国者の無敵のフローチャート、凶悪事件が発生する、事件の経緯が報道される、犯人は捕まりましたか？ No。 こんな事件を起こすのは外国人に違いない。犯人は捕まりましたか？ Yes。 実名が報道される、名前は日本人風なのか？ No。 やっぱり外国人だ。 Yes。通名だと騒ぐ、本当に日本国籍なのかと騒ぐ、やっぱり外国人だ、やっぱり外国人だみたいなことを言い、まあヘイトやデマを拡散するという。だからさ、何をやっても外国人の人のせいにするのをやめていただけないですかね、本当に。事実ぐらい確認してからにしろよって、せめてっていう。だから悪いけど、さらにももちろん陰謀論者の人たちいますよ。いますけれども、ここまでひどいことやってる人いないからね。みんな右の人じゃない。右っていうかまあ極右の人じゃないですか。はい。ウォーキングソックスなゴンカラスです。実際最近は自称反レイシズムの人がレイシストや社会的弱者や障害者を結びつけてエイブリズム発言をする例、そうですね、あるので、本当それは気をつけなきゃいけないと思いますし、それはね、もちろん否定されるべきだと思いますよ。はい。川口市のクルド人の解体業者の仕事場には邪魔しに来てるやつが現れており、ヘイトクライムがすでに発生してますからね。はい。まあ、だからビデオを撮って襲ったりするのも本当ヘイトクライムですからね。怪我してなければいいというか、事件化してなければいいっていう問題じゃないと思います。はい。ではですね、まあどうなんでしょうね。相手の仮想を見てね、非難し合うっていうのはね、それは確かによくある話なのでね、わら人形論法にならないよう注意は必要だと思うんですけど、まあ割と有名人の人がやっぱりこれやられてるのは困るなというのが、まあ河合祐介なんですけど、日本の渋谷の交差点で外国人と思われる男が放火をして逃走しました。移民を国内に入れることに反対する世界中の皆さん、私の X をフォローしてください。みんなで反移民の啓蒙活動を行いましょうという、ポストをしていたにもかかわらず即座に追消しして、まあ逃げ出すというですね。だってこの人公人なんですよ。戸田市議でしょ。いや、ヘズマさんと同じで市議になってるのがおかしいし、まあ選んだ人たちも責任があるんですけれども、だからだからこういうのって罪にならないんですか？だって前に動物園からライオンが逃げ出したとかそういうデマ巻いてたやつって逮捕されたじゃないですか、確か。それと、まあそれはね、外国の人たちをライオンとかに例えると失礼ですけど、同じことやってますよね。だからこれって何かしらの罪にならないのかなと思ったんですけど、まあ追消しして逃げました。はい。あとデスドルノートさんですね、外国人が渋谷スクランブル交差点でガソリンをまいて放火速報ということで、まあこれもね400万回ぐらい閲覧されたんですけど、やっぱり追消しして逃げました。はい。迷惑な奴らって後先考えずに言いたいこと言って間違っていれば追消してなかったことにしています。外国人の迷惑行為を問題視するくせにこういう奴らの方をまず何とかしなきゃいけませんと、いうことでですねそうですね。慰めの現実逃避でヘイトしないでほしいです。いつから保守がね、どういう風に飲み込まれてしまったのかは、その現象がね、やっぱりマガ現象一つにはあるわけですけど、日本もやっぱりマガ化してますよね。2026年現在、これまで最もエンゲージメントが高い TwitterX アカウントです。どれほどひどいものかある程度の直感を持っていましたが、エコシステムが壊れているとこうなるんですね。ということで、まあ、ちょっとこれすいません、集合体恐怖症の人ダメかもしれないんであれかですけど、まあ、エンゲージメントでですね、X の主要なアカウントをこう、バーっと見たもんなんですよ。まあ、一番でかいのがイーロン・マスクです。はい。右にいるのが、見えるのがですね、ジャクソン・ヒンクルとか、エリック・ドーティとかですね、まあ、知る人は知ってるマガ系アカウント、マガとか、反トランプ右派の人たちも混じってますが、アカウント、ですね、あと下にあるのがリブズ・オブ・TikTokっていうですね、超反 LGBTQ のアカウントですね、トランスヘイターとかの人たちが、ほとんどリブズ・オブ・TikTok が元ネタだと一部では言われてるぐらいなんですけれども、はい。背
灰色のはまあ左派とか、あと青色のはまあ左派より、リベラル寄りのアカウントですかね。はい。まあただこれを見ればね、まあイーロン・マスクがやっぱり中心にいるので、やっぱり全部赤っぽいんですよね。なんか知らんけど。はい。まあ日本で赤っていうとなんか私みたいな人間のことをよく言う悪口として別称として言うことがあると思いますが、これはね、マガの色として、着色してると思います。はい。そうですね。やったもん勝ち、言ったもん勝ち、逃げたもん勝ちですね。デストールノートまだ凍結されてないですからね。いや、ほんと凍結されろよっていう話ですよね。はい。岡本さゆり市議がクルド人解体業者の視察に行かれましたが、その投稿にクソリプがぶら下がっています。というですね。まあ、先鋭化した人がね、やっぱりこういう風にね、エコチェーンの中で目立ってしまうところの問題だと思いますよね。はい。で、国家政府に異議を唱える者を外国人であると認定する思考回路は非常に危険なファシズム主義であり、国民や国家に従属する存在ではない。また外国人排斥が言論行動で横行していることも危険極まりないので、早く包括的差別禁止法を制定すべきであると。総理暗殺、大使館襲撃、交差点に放火という最近奔放を震撼させているテロ事件の犯人がみんなネット右翼などは真面目に考えた方がいいということでですね。やっぱりこういうところでですね、偏見が増幅されると先鋭化した人がですね、暴力とかで走ってしまうっていう危険が大きく、まあ特に X に関しては今右に寄ってるので、まあそういう人たちが目立つのかなと思いますね。はい。そうですね。X の親ロ派、親中派の人たちはね、ジャクソン・ヒンクルさんがめっちゃ右翼だということを知ってか知らずかですね、リポストしまくってるんですけどね、この人もともとマガですから、マガ寄りの人ですからね。はい。だからまあトランプ批判とかもしてるんですけど、ね、まあね、最初はね、パレスチナ系のアカウントの人もね、わかんないでリポストしてる人とかいて、私注意喚起して回ったことある。いや、こいつマガですよって、マガの仲間ですよって言って、イスラエル批判してるからって、まあだからそういうネオナチの人とかフォローされてるからね、絶対リポストしちゃダメですよみたいなことを言って回った記憶がありますね。はい。気をつけましょう。マガアカウント。個人的に、特定の人物が先鋭化しただけと片付けるのも本当に解決につながるのでは。そうですね。それだけ、やっぱり個人の問題にしたらね、解決しないと思います。やっぱりこういうネットのね、システムの問題だと思うので、はい。社会の問題ですよね。ですね。タッキーは日本大嫌いなだけの極右です。まあそうなんですよね。ジャクソン・ヒークルみたいな人ですね。タッキーと悪口を言われますけど、歴史的に言って生活が苦しくなると排外主義が流行るという知り合いの社会の先生が言ってました。まあこれだけ格差が広がってるわけですからね。やっぱり格差が広がり、生活が苦しくなり、ポピュリズムが広がりという状況が、今の環境を生んでるのかなというふうに思いますね。ね、まあちょっとすいません、ヘイトポストなんですけど、アメリカからのグローバルを意識したものっていうのが、クイアを出せ、ウォーク、黒人を出せとか結構顕著だったけど、日本の学校が舞台の学園ドラマの場合、黒人を出すのはだいぶ無理がある。というですね、日本人は誰でも日焼けするので、これが黒人だと言い張る人がおかしいみたいなことを言っていましてで、いやー、またこういうなんか右翼のアカウントかよと思って、でも、プロフィール見たらですね、びっくりしたんですけど、この人プロ作家なんですよね。はい。まあ、なんか加藤さんっていうですね、昔からその怖い話とか、超怖い話とかに書いてた人で、まあ、3万人ぐらいフォロワーのいる作家さんなんですよね。いや、だから、プロ作家でこんな認知なのっていう、ちょっとびっくりするんですが、で、しかも一番極めつけにおかしいのが、箱根から始まる庵野秀明さんなんかも元は自主的に、実製作アニメを作ったところから始まっていて、大根フィルムは今見ても本当に名作なので、他人のふんどしで相撲を取るな。日本のことわざで他人のリソースを横取りして自分の手柄にするなというですね。要は、日本のアニメとかを作るのにね、黒人キャラクターを出したりするなみたいなことを、まあおっしゃってるんですけど、大根フィルムってこれ、まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ全てがパロディで構成されてるような作品なんですよ。ちょっと今回はお見せしませんけど、だから庵野さんって、もともと特撮オタクとかの人だから、庵野秀明さんとか同人誌を肯定的に暗示しているのは意味がわからないと。庵野は他人のふんどしで相撲を取る名手だし、いわゆる二次創作同人誌会話なんで他人のふんどしで相撲を取る人々の楽園じゃないですかというですね。
だからなんで同人誌とかその庵野秀明とかはいいっていうのにそのネットフリックスとかのパロディは良くないみたいなことを言い出すのかちょっと理解ができないですよね。別にウソップが黒人でもいいじゃないですか別に原作に反したことを言ってるわけじゃないと思うんですけど、まあ全クールのアニメである異国日記では当たり前のように主人公のクラスに外国ルーツの子がいましたが、あれ設定全然視聴者のノイズになってなかったですよ。正直それをノイズに思ったりチェーホフの銃云々を持ち出す側の視聴者の需要の器が狭すぎるだけでしょう。受け入れられない側の心理的問題だと思いますと、いうことですね。はい。うわってって全然おるわって。いや黒人ルーツの人いっぱいいるでしょっていうね。いろんなルーツの人が学校通ってるんですっていうですね。いやー、まず大学舞台のところから始めないか。大根だって全部パロディやんと。愛国主義は貧困や原因というよりもポピュリズム政党や新自由主義者が自身の攻撃をそらされるために戦略的に移民や弱者に攻撃を仕掛けているという戦略をとっています。まあそうですね。すいません。ちょっと言いそび入れてたというか、まあそもそもね、イーロン・マスクがそういうやつですからね。やつは明らかに意図的に排外主義やヘイトを煽ってますよね。自分の利益のためにね。まあ大金持ちですからね。まあそしてロシア人やフランス人はいっぱい出てくるというはい。まあ、デイビッド・グレーバーさんとかね、上からの階級闘争っていう風に言われてますもんね。ありがとうございます。すいません、補足ありがとうございます。高校スポーツの選手にブロックルーツの人いっぱいいるのにそもそも黒人やアジア人の居場所を奪ってきたのが白人文化でしょうと。で、追いついてないどころか、むしろ現実あるいは史実のマイノリティを積極的にマジョリティに痴漢してきたのがフィクションの歴史です。ずっと配慮されてたのはマジョリティの方です。マジョリティに配慮されたフィクションを何世代にもわたって見続けた結果、現実の多様性をありのままに描くことを逆に配慮だと抜かすくらいには、現代人にはみんな認知が歪んでしまいました。そろそろフィクションの世界は不必要な配慮をすることから卒業すべきですということで、まあこの方のおっしゃる通りだと思いますいやだからですね、トランスジェンダーの方とかももちろん典型的ですけれどもね、わざと意図的に排除されてるわけですよ。だからいっぱいいるのに見ないふりをされてる。で見ないふりをされてるし、普通のキャラクター、いわゆる普通のってあえて言いますけど、普通のキャラクターとして出てこないわけですよね。だから何かしらのなんだろうね、セクシャリティとかを差別をテーマにした作品にしか出てこないみたいな。おかしいですよね、それって。だって、それはね、マイノリティゆえの苦悩みたいなのはキャラクターに厚みを持たせる要素ではありますけれど、その全てじゃないじゃないですか。で、モブとして別に登場したっていいわけじゃないですか。でもまあ、モブとしてさえ登場しないわけでしょ。だから意図的にやっぱり排除されてるっていうのが事実だと思いますね。最近の世界文学だと、隣のアブダラ君、世界を科学せよ、はじめましてのダンレバード、オランジジェットダイアリーなどがミックスルーツの子供たちを書いています。ご紹介ありがとうございます。すごい、いっぱい出てくる。私もいろんなルーツのクラスメイトいたけど、どっちが現実を見てないんでしょうかっていうね、全くその通りですよね。だから見ないふりをしてるのは、マジョリティ側の方ですよね。イズマが広めたヘイトでも首長が拾ったことを思うと、やっぱり先鋭化人たちだけの問題とは思えない。そうですね。やっぱりそれを利用しようとしてるね、連中がいるわけですよね、権力側に。はい。ほんと白人しかいないような世界の方が不自然すぎる。だって世の中にいるしっていうね。まずフィクション自体が古来よりマジョリティによるマジョリティのための自己満的な側面がありますしね。はい。まあそこはね、なんか娯楽作品の限界、マジョリティに合わせないとまあ売れないみたいなところの限界はあるのかもしれないですけどね。アヒルメのエミスはコンカラスです。考えてみれば、小中高度と同じクラスにアイヌ民族の方がいました。別に普通ですよね。まあ私も普通にいましたね。はい。アメリカの大手スタジオでも性的マイノリティのキャラクターは必ずと言っていいほどスタジオ幹部に、書かれている。スタジオ幹部によって削除されているという。そうですね。ディズニーのその話有名ですよね。だからディズニーってなんかクイアのキャラクターいっぱい出してるように見えるけど、実は逆で上層部は出したがらなくて、なかなか通すのに苦労してるっていうのがまあ実態らしいですね。そう。ステレオタイプで差別的で進化のように書かれていると。だから政治的要請から表現を解放するんだったら、モブとしてその実際にいるマイノリティの人たちを書かないとダメだと思いますよ。だから現実をありのままに書くっていうところだから、はい。まあ現実をありのままに書くことも政治的なかもしれないですけどね。はい。
いまだに日本の動画作品っていかにも日本人名のいかにも日本人風の人物ばっかり出てきますよね。だからそれがやっぱり政治的選択なんですよね。自覚がないだけでそう、白人キャラすら霊障的に書かれますしね。そう。でね、まあマジョリティ配慮を超えてね、ぶっちぎって売れてる作品がね、増えてきてるのは大変いいことですよね。まあこれもすいません、ヘイト注意なんですけど、これはステルスハラール軽食ですみたいなことを言ってる日本保守党の小坂英二大先生なんですが、まだいたのかこいつという感じなんですけど、赤戸小学校のイメージキャラクターである赤を強調したピザがあり、具やにベーコンやソーセージ、ウインナーを使うことが多いですが、みんなが食べられるように鶏のひき肉を使っているということで、いやこれビーガンの方は食べられないだろうっていう気がするんですけど、別にこれハラールなのかな。だってハラールっていうのはだからハラール食といって詳しくちょっと私もね説明しませんけどハラールされてないとハラールとしてちゃんと作られてないとハラール食とは言えないんですけど、なんかよくわかんないですね。なんでそう思ったんでしょう小坂さんは。みんなが食べられるメニューの何が姑息なんですかね。みんなと同じピザが食べられる給食だって一人でも小鳥顔の子供が増えるならこんな嬉しいことはないって思う人がたくさんいると思いますけど、肉が鶏肉になってるのが何だっていうんですかねっていう。まあ意味がわからんですね。はい。だからなんかこういうやっぱりですね、ヘイトが世の中にこうでかい面をしてはびこっているところが、まあこういうね、人たちが出てくる原因だと思うし、まあ X が先かね、現実が先かみたいな話だと思うんですけれども、両方が共鳴し合ってですね、やっぱり差別主義を更新していると思いますので、まあどちらが原因であろうとですね、やっぱりこういう差別をなくしていかなきゃいけないと私は思いますね。はい。別ジェンダー、異性愛者、日本人ばっかのキャラばかりの表現の方がよっぽど政治的にひどいと思って、政治的だと思う。そうですね。いや、全く本当でそうですよ。なんかシンプルに普通に存在しているのにポリコレ云々言われるのが意味不明。そうですね。そして、韓国系のルーツの人たち全然いないですからね。本当にそこ政治性そのものですよね。はい。で個人個人のルーツは決して外見だけでは完全にわからないことも合わせてですね、古典的メルヘンにも昔話にも様々なキャラの出演を認めていたのに潜在的な条件の付帯で強量になるのがよくわかりませんっていうですね。はい。ですね、白人崇拝には余念がない。頑張れ中村くんさん。なんかすごい好評みたいですね。私はちょっと見てないですが、ネットフリで、話題になってますね。椿さん、コンカラスです。文面的には当事者の子供に見ているし、素敵な配慮だと思います。なるほど。確かにね。多分なんかみんなで食べられるっていうのがですね、なんだろう。みんなで食べられるように鶏ひき肉を使ってるっていうことで、なので、何かしら、子供に対する配慮は必ずあったと思うんですよね。はい。もちろんビーガンの方は食べられないのでそこはそれなんですけど、だから別には悪いことしてるわけじゃないんだからなんでそこに政治家が文句言うのっていう話でしかないと思うんですけどね。だからハラルも何だか分かってないでしょ小坂さんはそもそも。はい。昔からこの人こういう人なのでもう今更なんですけどね、10年前から何も変わってないんで、出さないことが政治的なんですよね。そう、存在を消されてますからね。はい。まあ、こういう人がいるからだと思います。はい。そしてちょっと、まあ、差別とかの話とは違う、まあ、日本のね、軍国主義化とかのちょっと話なんですけど、ちょっとこれ取り上げざるを得ないので、ちょっと何点か取り上げたいことがあるんで、取り上げますが、福岡市広報戦略室が4月1日にですね、これだから、なんか4月1日に出されたんで、一瞬嘘じゃないかみたいな話も出たレベルで話題になったんですけど、自衛官募集事務のため、令和8年度に18歳、22歳になる方の氏名と住所の情報を自衛隊に提供いたします。情報は募集案内配布にのみ使用されますが、個人情報の提供を望まない方は除外申請の手続きを6月1日までに行ってください。除外申請をしない場合は自衛隊に提供しますと、いう話なんですけど。いや、何言ってんの福岡市。
、まあですね、まあ大炎上しているのですが、ただこれね、皆さん、もしかしたらね、あまり知らない方もいらっしゃるかもしれないし、私もね、正直あまり詳しくなかったんですけど、自衛隊はですね、全国の、市町村からこのようなことをしてまして、要請をして名簿提供を受けております。はい。なのでですね、これが違憲なのではないかという、まあ強い疑いが今かけられてまして、まあ政治的議論になってます。なのでね、福岡市って実はね、正直言いますと、ちゃんと住民に通知して、嫌な人は6月1日に申請してねって言ってるんで、かなりマシな自治体なんですよ、これでも。悪質なとこは言わないので、言わないでね、情報提供しちゃってるんですよね。で、まあ、裁判沙汰になってるんですけど、私2月にですね、まあ、ちょっと講演会があったので、まあ、なんか山添拓さんという人がね、ズームで登場したんですが、いろいろお話を聞いてきました。で、まあ、自衛隊にですね、勝手にそうやって通知なく住所じゃねえ、個人情報を提供された方、元高校生の方が訴えを起こしてまして、政府は市町村に対し何を根拠に住民基本台帳の個人情報の提供を求めているのかと、自衛隊法87条1項とその政令にあたる自衛隊法120条を根拠としてるんですけれども、それは、憲法違反であり根拠にならないのではないかということで、今裁判が戦われております。で、憲法の個人情報保護を求める法令にも反している行為なので、民間企業や他のお役所でもやられては普通いませんと。まあ自衛隊だけなんですよね。はい。なので実際にこういうお手紙が送られてきてる人がいるわけなんですけど、でもこれこそさ、だから住民に丁寧に説明しないとそれは理解得られないっしょっていう話なんですが、まあ安倍政権の時代からね、こういうことがやられるようになってまして、まあ18歳、22歳の人たちの個人情報が勝手にまあ提供されているそうでございます。はい。まあね、こういうことやってるから、それはね、住民説明会しなくてもミサイル配備するわみたいな話になりますよね。はい。まあこれかなり違憲の可能性高いので、まあ裁判所がそういう判断をちゃんとするかどうかちょっとわかんないし、まあこれからの経過を見なきゃいけないところではありますけれども、もうちょっとまともに議論した方がいいんじゃないかなと思います。はい。ですね。ポリティカルコレクトネスは政治的要請ではなく、すべて人種や性別や、活躍できるように調整する考えですね。現実世界の話を書いてるので、それはポジティブアクションではないと思いますね。はい。実際に、なんていうかね、実際にほとんど日本に例えば、クルド系の人たちって3000人ぐらいしかいないわけですけど、まあね、他の、埼玉県以外を舞台にしてね、クルドの人を登場させるんだったらね、それはね、選択かもしれないですが、それ以外だったらね、外国籍の方当たり前にいるので、やっぱり出さない方がおかしいんじゃないかなと思います。少なくとも現実に即してないですよね。で、個人情報がそう、自衛隊に行く問題はずっとこれでまあ議論して裁判とかにもなってるんですけど、未だに決着はついてません。はい。で、調整編成への足がかりとしかまあ思えないっていうね、はい。来ましたか、他の自治体でも起こり得るんですよね。いろんな法律を無視できちゃいますよね。で、なんでわざわざ申請しないと止めてくれないのか。いや、ほんとそこなんですよね。ちなみに、自衛隊からの指示に従ってない自治体もあります。はい。あるんですけど、まあ、指示に従っちゃってる自治体が今多いそうです。自分の地域も1年前ぐらいから情報提供してるみたいですね。はい。うまくやらないとノイズになるというのは、その辺から表現技術が拙いだけの話だと思います。私は児童書作家としてマイノリティの子供たちを作中に登場させます。だって同じ世界で一緒に生きてるのです。そうですよね。なんと声を上げていかないかできないですね。裁判所が無視できないほどにね。いや、本当にね、これ、深刻な問題っすよ。だってマジで何も通知しないで
情報提供してるからね。で、この手紙とかね、普通に届いたらゾワッとするじゃないですか。だって知らないでしょ。なんで突然自衛官から18歳に送られてくるんですかっていうですね。しかもターゲティングされて送られてきてるわけですからね、やっぱり立ち悪いんですよ。ランダムに募集すんならまだわかりますよ。20歳とかなんか適齢期の子供さんがいそうなところにめがけて、適当にポスティングとかしまくるっていう話だったらまだ、ね、理解できなくもないです。募集として理解できなくはないですけれども、なんだろうね。これは本当にね、個人情報を提供した上で、だから高卒の人と大卒の人を狙ってやってるので、ちょっと立ちが悪いと思います。はい。ね、問題化すべきだと思いますね。はい。そう、さすがミサイル世の中にこっそり入れるっていうですね。はい。自治体がこれをやっていいと判断したのがきついですね。うんうん。ですね。ちょっとね、やっぱりそれは問題あると思いますよ。申し訳ないけど、ちょっと削除します。それはね、現実にいる存在を表現することを押し付けというのはおかしいです。はい。ですね。ちなみに平均的容姿の白人が創作において一番無視されている存在だと思います。というか、自然状態っていうふうに思われてますよね。はい。それはおかしいっすよ。はい。なのでですね。はい。ということで、ちょっとチャットルールは守ってください。で、ですね。ちょっとごめんなさいね。話それちゃったけど、他のですね、マジョリティというか、日本政府によるちょっと弾圧の話なんですが、清瀬市長旧中央図書館の再開断念公約果たせず非常に悔しいということで、これ朝日新聞の報じ方も悪いし、産経新聞はよりひどいなんかね、揶揄的な、報じ方をしているので、ですねあれなんですけど、先日めでたいことにですね、共産党系の市長になりました清瀬市の原田博美さんなんですが、6日の記者会見で、公約にですね、旧中央図書館の再開をするっていうふうに掲げられてたんですよ。なんですけれども、無理だということで断念するということを、就任からですね、即座に発表することにちょっとなってしまいました。非常に悔しく残念であり、市民の皆様に申し訳ないと陳謝したということで、これでですね、反共産党の人たちがすげえ盛り上がっていて共産党市長だって口だけだみたいな、確かに公約破りですから外形だけ見るとそう見えちゃうじゃないですか。それはわかるんですよ。何も知らなかったら。で、私もね、だからなんでこれってどうなってんのって最初思ったんですけど、市などによりますと、都市公園内で建物を建てられる面積には制限があり、今回のケースでは憲兵率が最大 12% の制限があるという、中央公園内では図書館や児童館などを含む複合施設が2月にオープンしており、前市長渋谷啓二氏が、計画を推進していたもので、旧中央図書館を解体せずに維持すると建築制限を超過し違法状態になるっていうですね、なんか叙述トリックじゃないけど罠みたいな、ですね、要は騙されてたんですよ。だから確かに共産党さんのせいだけじゃないと思うんですけど、何かしらね、前市長のこういう行いを調べる方法があったのではないかという批判は成立すると思います。批判は成立すると思うんだけど、難しいでしょ、これは。だから前市長はわざとやってたんですよ。前市長が中央図書館を潰すために周りに児童館や図書館などの複合施設を松ぼっくるっていうのを作ってたんですよ。で、建築とかに詳しい方はわかると思うんですけど、で中央図書館をバラバラに解体せずにそのまま維持してしまうと、そこの土地内での建築制限を超過してしまうんですね。だから違法建築になっちゃうっていうことなんですよ。だからそのことに当然ですけど説明を受けてないので気づかなかったっていう話なんですよね。はい。
いやこれ無理でしょ。まあだから原田さんが即座に言ってくれたことで良かったんじゃないかと思います。で、実際の中央図書館のまあ惨状なんですけど、まあ見ての通りなんですよね。もうほぼバラバラにされてると。だから3月26日の時点で、まあ、原田さんが勝ったので、まあ、中止みたいなですね、ことを、まあ、したわけですけども、中止も何もないっしょって、これ、もう解体工事がほぼ終わってるような状況ですよね。だから、ここから再開するってなると、もう、天文学的な費用がかかるので、まあ、そもそも前市長は自分が当選する気だったから中央図書館を潰すっていうのは規定路線で再開させる気なんてなかったっていう、まあ、話だと思います。はい。だからそうなんですよ。手遅れだったんですよね。だから今回ね、中央図書館を存続させてほしいという民意があって、全国でも珍しい共産党系の市長が誕生したんですけれども、なんか本当清瀬市がちょっと闇深いなと思ってしまいましたし、まあ今回の件で本当ね、原田さんを潰そうとしてる人たちがなんか早速湧いて出てきてるのでね、皆さん守らなきゃダメだと思います。これは無理でしょ。気づけっていう方が難しいですよね。はい。ですね。そう、記事のタイトルがおかしいんですよ。だから、公約果たせずって、だから原田さんが悪いみたいな言い方してるじゃないですか。で、各社もそうだし、まあ、産経新聞はもっとひどい、なんか公約破りみたいな、1日目にして公約破りみたいなこと言ってんですけど、まあ、出しませんが、だからね、だから前の人が規定路線で解体を進めてたんですよ、勝手に。それは図書館の中に入らないとわからんでしょっていう、まあ話ですよね。はい。そう、NHK の首都圏入手では当選早々に公約断念としか書かれてなかった。ああ、そうなんだ。やっぱり NHK もそうなんですね。マイノリティ表現をノイズと感じて不快に感じるのは差別的価値観を刺激されているだけなのではないでしょうか。それはそれで表現として価値があるでしょう。そうですね。その通りだと思います。東郷優子の夫もウキウキで言ってたな。だから記事を読まずにね、見出しで叩かないでくださいよっていうか、見出しで叩く人世の中に多いこと言ってんのに、なんか悪意ありますよね、やっぱ朝日新聞も。ほんとそういうところなんだよな。ねえ。でもこの状況悲しいですよね、なんか。だから図書館の再開に期待してた人たちはね、非常に失望した気持ちになったんじゃないかと思いますよ。こんなパイプむき出しの状態だと誰も思わないやん。ということでですね。そうですね、原田さんはね、市議時代からずっとご反対されてたみたいですからね。せめて他の場所に移す予定みたいなのを書くべきだというかまあ市民と対話の場を持てばね、挽回してほしいですね。そうですね。まあただ公約違反は公約違反なので、そこはねちょっと痛いところなんですけれどね、はい、なんとか頑張ってほしいと思います。本当なので市民ではないけど悲しいですね。はい。いやでも本当清瀬市の前市長って本当に悪いことばっかりしてるんじゃないですか、これ説明せずにやることじゃないっすよね。ちょっとゾワッとしたんですけど、まあなんかね、政権交代したのでですね、いろんなスキャンダルとか掘り出して復活できないようにしてほしいなと思います。はい。で、最後にですね、このニュースなんですけど、一時停止せずに取り締まり受け困惑、自転車での青切符スタートということで、これ影響を受けてらっしゃる方もいらっしゃると思います。自転車への交通違反の交通反則通告制度、青切符が1日突然始まりました。そんなのやるんだっていうね、私もすいません、不勉強にしてこれ、いきなり今日、4月1日からだってこと分かってなくて、ちょっとニュース見てびっくりしたんですけど、交付を受けた自転車利用者は反則金が課されるというもので、歩行者にぶつかるといった事故が増える中、違反を減らし、事故防止につながるのが目的だとか警察は言っているんですけど、そうじゃないでしょ、これ。警察がポイント稼ぐっていうか、その自転車を堂々と捕まえるための法整備がなかったから作ったでしょ、このルールをって思うんですけど、まあ最悪なのはですね、自転車は車道を走らなきゃいけないみたいなルール作りをしたんですよ。で、自転車は車道で走らないと違法になってしまったんで、特にね、路中とかが多いところだと致命的なんですよね。
まあ、この、ミド建築さんが言ってるんですけど、青山1丁目の駅のところで歩道をゆっくりと自転車で走っていたら、危ねえな、邪魔だよとがっしりした男にタイヤを蹴られましたと。それで車道に出たら自転車レーンは路中の車で埋まっていてまともに使えません。青山通り路中多すぎです。明日から私はどこを走ればいいのでしょうかと。これまあ3月31日の投稿なんで違法行為ではなかったと思うんですけど、だから路中してる車がこう多すぎてですね、走れないんですよ、まともに。で、これどうしようもないでしょう。まあ、北海道もね、こういう状況多いんですよ。車社会なんで。だから、都市交通のやっぱり仕方自体が間違っているのに、法律の立て付けだけ変えられてもね、みんな困ってしまうんじゃないかと思うんですけど、はい。で、まあ、ミド建築さんめちゃめちゃ怒ってて、まあ、このひどい自転車の青切符導入に関しては動画のようなことをすべきだと。アメリカのようにクリティカルマスを起こすレベルのものだと思います。下動画のように多くの自転車が集まり、道路改善などを訴える運動、クリティカルマスといい、1992年にサンフランシスコで始まりました。日本でもやりましょうということでですね。いや、ほんと自転車ユーザーの人は怒った方がいいと思います。はい。あまりに警察が勝手すぎますよね。はい。いうことでですね、まあなんかこんな感じでどんどん自由が締め付けられてるなというちょっとお話でした。いや、ほんと危ないですよね。あ、公明党なんだ、これ。いや、公明党。だから、こういうのに反対してほしいんだけどなという、日本の道路状況でこの措置は無理筋だっていうね。いや、ほんとね、路中の車がいたらほんと致命傷になりかねない。だって車線っていうか、かわそうとした瞬間引かれるかもしれないじゃないですか。車輪にならないっすよ。ギリギリ通りますからね。だからね、自転車が車道方向原則なの法改正前からです。例外的に自転車が走れるほど。そうなんですよ。そう。だから、車道方向原則はね、法改正前からです。すいません。それはそうなんですけど、ただ、青切符取るようにしちゃったんで、まあみんなね、やっぱり車道を走らざるを得なくなったっていうところですよね。はい。今まではなんとなく、まあちょっと許されてたけれどもっていうところだと思うんですけど、まあただね、やっぱ歩道を走れないってなるとちょっとね、厳しいですよね。そう理念とやっぱり現実が乖離してて、いや、だから歩道、だから車道がちゃんとあるのに歩道を走りまくる車じゃない自転車が多いっていうならまだわかるんですけど、そうではないのでね。そうですね。あらゆる創作は創作者の心情や思想が反映されるものですし、それは無批判の差別表現であるなら批判されなきゃいけないし、あらゆるルーツの人々が生きる社会をあえて書かないということであれば、それを含めて社会的に評価されるには理由が必要だと思います。自転車用レーン作っても6型駐車に潰されます。烏丸通り。やだな、なんか。ありがとうございます。怒ってます。路地多くて自転車専用レーン通れません。近所の国道の自転車レーンは狭くてトラックもガンガン通るので怖いので歩道を通っています。ここに関しては右派だろうと左派だろうと関係ないしくみんな怒ってます。道路は自転車のためのものだけではないという。マスは自動車のためのものではないですね。マスは東京と、横浜で参加したことある。そうなんだ。でも日本でもやっぱりやるべきですよね、これ。本当に。やらないとまずいっすよ。ハンドサインですが、右右折する30メートル手前から片手運転しなきゃいけない。そうなんだ。危な。かえって事故増えるんじゃないかって思うんですけど、いや、本当に危ないと思いますよ。いや、私、だから正直公共交通機関とか多いから、あんまり自転車乗らないんで、あれなんですけど、いやー、なんか、やだな、怖いな。自転車が走っていい歩道もあるという、それもまたちっちゃい標識ですしね。はい。自転車用ウィンカーとか、そうですね、そういうのなんかね、警察タダで配ってくれればまだいいんですけどね、ちょっとこれはあまりにもね、だってまあこれ海外の、サンフランシスコですけども、やっぱりヘルメット着用とかが、半ば義務化っていうか、まあみんな普通につけてるじゃないですか。でも日本のね、自転車乗りの人たちってあんまりつける習慣ないと思うので、やっぱり余計危ないと思うんですよね。そういうやっぱり小習慣とか文化の違いもあるんじゃないかと思います。
なるほど。この世界に生きるあらゆる生命の共生する、社会を否定するような書き込みはチャットルール違反となりますので、皆さんもう一度概要欄のルールにお目通し願います。はい、ありがとうございます。自転車用のウインカーいずれできるんですかね。ということで、すいません、ちょっとね、散発的だったんです。いろいろね、トピックが違ってですね、ただ今回ちょっと取り上げざるを得ないことばっかりだったので、はい、清瀬市の話とですね、福岡市の話と、地方、あと自転車の話とですね、ちょっと取り上げさせていただきました。はい、ということでですね、まあなんか高市さんの話がなくても問題だらけの我が国なんですが、まあ最後にちょっとですね、みんな民主社会の、デモ運動などをして、しているので、まあちょっとその話を取り上げて終わりにしたいと思いますが、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。いや、そうなんですよ。全部ね、市民の声をガン無視することはね、高市政権からね、清瀬市からね、自転車問題まで全部共通してるんですよ。だからもう少し我々の声を聞けよっていうことで、はい、ということで民主主義の光の話をしたいと思います。来ました。現地6000人すごい通行人の動線をきっちり確保しつつ池袋西口埋め尽くしていましたということでですね、市民と野党の共闘アクション0405に参加していただいた方々、お疲れ様でした。6000人も集まったそうです。すごいですね。まあこの写真がね全てだと思うんですけど、刀剣を2205年まで保存する会、王子様の青春は私が守る連合、BL を愛するクイアの会、絶賛会員母数中、我らマリモめでるだったっけ、一般市民の会丸めるか、ということで、いやー素晴らしいな。いや、これを私は見たかったんですよ、日本でも。韓国のね、社会運動でですね、まあ、特定の政党とか、なんかね、組織に所属してないっていうことを示すためにですね、まあ、こういうオリジナルフラッグを掲げるという、まあ、カルチャーがあるわけで、デモカルチャーがあるんですけれども、素晴らしいですね。それぞれセンスが光りまくっていると思います。王子様の青春って何なんだろう、テニプリなのかな、よくわかんないですけど。まあ、それぞれの信念がよく出ていると思います。はい。なのでですね、まあ、確かに、普通じゃねえ、反戦とかそういうね、ワンテーマがあるデモ以外だったら、いきなりパレスチナデモにね、突然現れてもちょっと困るので、そういうね、あれだったらね、別なんですけど、今回反戦デモということだったので、まあ市民連合のデモということだったので、まあこういうね、いろんなフラッグが出てきたっていうのはとても良いことだと思います。ですね、ワイも入るぞ BL を愛するクイアの会めっちゃいいですね。すごい行動力ですよね。池袋のデモ参加しました。ためとものコール盛り上がりました。韓国のデモ受け継いでる感じがして熱いですよね。東京のやつトーラブですよね。はい。王子様のやつはテニプリの、立会カラーなんだ。ありがとうございます。詳しい。声楽の柱のオマージュがあるっていう、やっぱり声楽ネタなんだ。いや、すいません。よくわかってなくて、テニプリに違反してなくて申し訳ない。ということで、ですね、これ私も作りたい。消費で終わらず、連帯も必要ですね。はい。在日ベトナム人の人たちは交差点手前の一時停止線で一旦自転車を降り路上に駐輪してから交差点まで歩いて左右を目視し行ってから自転車に戻って交差点を渡るみたいな行動を皮肉を行い始めてるみたいです。へー。ベトナムの人たちが運動してるのか。いや、なんか日本もやっぱりそういうことした方がいいよ。クリティカルマスとかしましょう。韓国のデモを見てから架空の会の名前を考えてますが、なかなかいいの思いつかないし、センスいいですよね。ですね。体調悪くてもですね、皆さんね、
同説とかもですね、デモ参加者に数えられるそうなので、よかったらネットでですね、応援しましょう。トーラブも反戦反差別のファンが当然におります。感謝です。公式聞いてるかということで。はい。光が街を照らしている戦争反対の思いが集い示される意思とかということで、このボーグジャパンの記事大変話題になってたので、まあ皆さん読んだかと思うんですけれども、素晴らしいのでね、読んでください。ぜひ。そのスーパーブルジョワー雑誌である、ボーグに載っていることでですね、確かにいろいろあるとは思うんですが、でもね、やっぱりこういうね、ちゃんとした活動家の方がですね、解像度高くですね、デモの姿を実感に見つめて、運動の意義とかをきちんと語ってるっていうのは素晴らしいことだと思います。集団として時計ではなく一人一人に焦点を当てたいとき、ぜひ彼らが持ち寄るものに注目してほしい。光り物とくくられてしまうかもしれないが、実際に近くで見るとそれなりにオリジナリティが溢れている。推しのアーティストのペンダイト、好きなキャラクターのアイテム、リサイクルで作られたもの、手に掲げられた旗、手作り感あふれるグッズまで、それからそれぞれの人が持つ背景を想像することができると。戸惑いや不安を掲げながらも、戦争反対の声を届けようという切実な思いで集まった人たちなんだと。いや、なんかね、もうこういう記事書いてもらうのは嬉しいですよね、本当に。はい。メディア側にね、なかなかこういう賛同を示してくれる人が少ないので、はい。メディアはですね、新聞とかですね、テレビはですね、ぜひこういうのを見習ってほしいなと思います。はい。トーラブが靖国神社と絡んだことはずっと忘れないから、靖国神社と絡んでたんだ。明日の国会前行く予定なので、今必死にジャンルのペンラ探してます。今やってる人がいる。はい。みんなでも皆さんほんとね、忙しいと思うので無理はなさらないでくださいね。はい。ただね、こういうデモの、歴史というかですね、やっぱり韓国の影響が大きいとは思うんですけれども、私最近っていうかずっと思ってるんですけど、高市さんって、日本版のパククネなんだよなという気がしていまして、韓国のろうそくデモの歴史なんですけれども、私もよく知らなかったんで勉強になったんですが、韓国にろうそくを手にしたデモが登場するのは1970年代からで、カトリックの司祭の祈りの場など制限的な場所で、行われてましたと。市民たちも代表するろうそくデモが本格的に登場したのは1987年のことですと。ジャン・ドファンというね、独裁者の大統領が軍事独裁を維持するために大統領直接選挙への改憲論議を禁じ、それに対し民主化を望んだ大学生と市民が立ち上がり、都心でのデモが行われましたと。いうことでですね、このろうそくデモが、ずっとパククネ時代の、政権反対デモまで受け継がれていくわけなんですけど、ですね、そうやって、ついにユン・ソンニョルがまた、戒厳令を発動するという暴挙に出たので、ペンライトデモとして復活したということですね。で、なんでペンライトになったかっていうと、パククネの時にろうそくが風が吹けば消えるであろうみたいなことを当時のキム・ジンテっていうですね、パククネの近くにいた、議員がほざいたそうなんですけど、ひでえ発言だなと思うんですけど、ろうそくで広場を照らしていた市民たちはこれに激怒し、ペンライトなどを持ち寄るようになったと。これなら消せないだろうということですね。で、消えることのない、応援棒などで再び公園を、2024年に照らしたと。イテウォン惨事やチェビヨン事件に、怒りを抱いた2、30代が集会の新たな主軸として登場し、K-POP に合わせてアイドルの応援棒を振り、新たな集会文化を先導したということでですね、やはり日本はね、韓国をすごく弾圧して、こういったね、民主的なデモとか反対運動とかの、悪い意味でね、原因を作ってきた側なので、それをね、やっぱり勉強してですね、やっぱり見習ってやるっていうのはね、いろいろな意味で、情けない思いというのもあるんですけれども、でもね、やっぱりそういうのがね、韓国から日本に受け継がれていること自体は素晴らしいと思います。はい。だからね、すっかり逆転されてというか、民主的な、規範というのがですね、日本よりも韓国の方がね、先を行っているわけなんですけれども、だからその苦しみをもたらしたね、日本の歴史っていうのにね、向き合いながらね、こういうことを続けていく必要があるのかなと思います。はい。
明日のデモペンライト持参で参加します。お疲れ様です。ぜひとも気をつけて行ってみてください。私も実はマジカルライトステッキ作成して自宅からでも SNS を通して連帯させていただこうと思ってます。素晴らしい。ですね。参加できない方もでも深く切りしないでくださいね。皆さんいろいろ事情があると思うので、みんなで反省を訴えていきましょう。僕は清水明子氏によるフェミニズムの連載もありました。単行本になった時注文するのが遅くて買いそびれちゃいました。そうですね。清水先生も連載してましたもんね。現場に駆けつけられなくてもいろんな参加の仕方があるというのが広まっていて、人々の前世によりいい流れを感じますね。ずっと擦られる大失言。ほんとね、これ言わなければね、ペンライトでもなかったのかなと思うと、ある意味すごいんだけど、今どうしてんだろう、キム・ジンテさん。ですね、世代継承と言っていいのか分かりませんが、若い世代にも運動が受け継がれているところがやっぱすごいですよね。もちろんね、ネット右翼的な人もすごく韓国にはいて、ユン・ソンニョルはそういう人たちに支えられてたわけですけれども、そういう人たちを押しのけてやっぱりね、ペンライトデモをやったっていうのはすごいと思います。ペンラートスケッチブックとマーカー持参して現場でインスピレーションを受けた文字を書き書きするのもおすすめです。ですね。ボーグジャパンはビリー・アイリッシュが記者の暴露があった件でセクシャリティはもっと絶対に語らないと彼女が公言し、彼らはそのことも記事にして設けていたのに、その後も彼女のセクシャリティをアイキャッチにする記事を再投稿している。そうなんだ。それはちょっと残念だな。確かにファッション雑誌というかブルジョワ雑誌なのでいろいろあるとは思います。いろいろあるとは思いますけど、ちゃんと心あるライターの人も書いてるっていうことですよね。それはね、ユン時代はですね、自民党とユン・ソンニョルでしかだからね、一番仲良かったと思いますけど。はい。で、緊急アクション、4月8日国会前に集まろうということで、皆さんね、知ってると思いますけど、平和憲法を守るための緊急アクションが明日行われます。7時半から日本各地、全国各地で全部の都道府県でやるそうです。はい。無理してもちろんね、参加できない方もいらっしゃると思うので、配信などでもですね、チェックしていただければと思います。で、この写真ね、話題になってて、私もだからこれの元ネタが何かっていうのをね、大変不勉強にして、ちゃんと知らなかったんですけれども、恥ずかしいことに。こういうね、有名な写真があったんですね。17歳の、ジャン・ローズ・カシミールさんっていう方が、花を手に持って、国防総省本部の、でですね、ベトナム戦争の時に、スタンディングをした時の写真なんですね。これ本物の銃剣ですからね。だから殺されるかもしれないという、場面で、こうやって花を掲げて平和を訴えたという方が昔いたということなんですが、このね、マーク・リーブっていう人の、写真がすごく優れていると言われているのは、どちらかというとね、この、ジャン・ローズさんよりもですね、兵士たちの方がビビって怯えてるように見えるっていうですね、花を持ってる方が強く、凛として立ってるように見えるっていうところなんですね。もちろん写真の撮り方とかも上手だからだと思うんですけど、実際はですね、ベトナム戦争に従事してたのって、当時のアメリカのやっぱり若者とかが多かったわけで、実際不当な戦争に付き合わされてですね、自衛隊のそれこそ募集じゃないですけど、わけもわからないまま従軍して、意味不明なままに、戦争の大義なんかもよくわからないままに、しかも自分と同じアメリカ人のね、国民に銃を向けるという、ことをしてしまったわけですよね。だからやっぱり本当にこの状態に恐怖していたのは、ジャンさんではなく兵士たちの方だったっていうね、解説が書かれております。なるほどなと思います。やっぱり平和主義の方が強いというところですよね。はい。写真や動画を投稿するとイーロンポイントがつくので拡散しやすい。これはね、うまくね、X のアルゴリズムを利用してますよね。はい。ベトナム反戦運動も世界に広がりましたからね。最近までこの写真のこと知りませんでした。本当強烈ですよね。はい。大変ね、世界的な写真家の、マーク・リーブさんという人の作品らしいんですけれども、私も不勉強にして、ベトナム戦争の写真だったんだっていうか、We Want Our Future さんのセンスがいいんだなっていう、すごいなっていう。ちゃんとそういうことをやっぱり知ってる方がデザイナーされてるんですね。
そうですね、実況でいいねとかね、メッセージ送ったりするのも力になりますからね。あと明日はですね、国会前に行く方でも本当気をつけてください。めちゃめちゃ混雑するっぽいので、ステージと1と2があって、なんか A, B, C, D, E, F, G, H まで、国会議事堂をこう取り囲むような感じで、まあ、選挙するという風な計画らしいのでですね、まあ、警察の横暴などに気をつけてください。はい。地味に写真や動画を投稿してたから国内外による報道機関へ入手提供している企業の方から連絡があり動画が使われるようです。原石が怖すぎてデモと X 依存になってただけだけど意味がありましたということでですね、まあこの方に関してはデモとか X しか楽しいことがないみたいな感じになってたらしいですけども、海外にこうやって拡散されたりもしているので、まあ本当ね、当然ですけどもイランを支持してるわけじゃなくて平和を求めてるデモなので、拡散されてね、日本のメッセージとして伝わるっていうのは大変意義のあることだと思います。はい。まあ、ただまあ一方として、これずっとパレスチナ連帯の、運動をされているシンドさんですけれども、世界がイスラエルが米国とイラン戦争の話に飲み込まれガザの苦難と虐殺が続くのは分かっていたことだ。戦争反対平和ということだけでは植民地にされた場所は解放されない。かといって脱植民地化闘争を、ナショナリズムと結びつけるのも危険であり新しい考え方が必要だということで、まあこれはねその通りだと思います。沖縄もそうだし、まあ台湾もそうだし、当然パレスチナもそうなんですけれども、まあ、反植民地主義ですね。結局アメリカとかイスラエルの暴虐を止めない限りは、彼らに真の平和って訪れないので、ですね、支配者を日本とかでイスラエルにすげ替えればいいという話ではありませんので、はい、そこはね、平和運動をやる人はやっぱり考えてほしいなと思います。で、4月8日のデモに関しても、おそらく潰しにかかる動きがこれから出るでしょうと。で、ちょっと悲観的な見方なんですけど、デモもうまくいかないだろう。これだけ全国で反戦の機運が盛り上がって爆発させたところで無理してやる気を削いでくると思う。だからこそここで折れずに訴え続けるのが大事です。相手は手だれのカルトみたいなもんなので、まあちょっとこれ言い方あれだけど、こっちはただの個人の集まりなんで、あんまり4月8日に気負わないようにしてくださいと。なのでですね、あまり気負いすぎるのもちょっと違うと思うので、そこはね、各人やっぱり、心構えというか、まあこれからもね、日常は続くし、ナフサ危機が解消されるわけではないと思うので、はい、ちょっとそこはね、気をつけてした方がいいと思います。デモの参加について大変な状況なのに休んだらダメじゃないかと、もしかしたら感じている人もいるかもしれませんが、大変な状況だからこそ戦略的にきちんと休み圧力増退を持続させ、政権を追い詰めなければいけません。権力者は私たちが疲れてブームが過ぎ去っているのを待っています。思い通りにはさせないようにしましょうということでですね。やっぱり運動ってね、継続するのが大事なので、はい。あんまりなんかね、もちろん盛り上がるのがね、素晴らしいことだと思うんですけど、なんか何も変わんなかったわって、なんか高市さん何も変わってねえわみたいな感じだからといって、ガクーンと落ち込んだりは、まあしない方がいいかなと思います。はい。ということでですね、そうですね、非暴力による平和に勝るものはありません。そして社会運動は継続こそが大事ということですね。はい。ということで、本日の配信は以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録して、または活動とか応援していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんのコメントもありがとうございました。ですね。なんで次回の配信なんですけれども、4月10日の日にですね、またなんかフリートークとかしようかなと思っております。で、私、一応19日、さっきも言ったけど誕生日なので、まあそれまでにね、いろいろ考えたりとか、なんかですね、2000年到達ですとかですね、まあ目標なんか達成できればいいなというふうに思ってるので、よかったら動画のシェア、拡散の方、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日の全国デモにも行ってきますということですね。行かれる方は本当気をつけてきてください。デモの後にもね、いろいろ続くと思うので、はい。分断を乗り越えて連帯して反戦を訴えていきましょう。はい。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁化、不調整、反対、反戦、反差別という
ことでですね。はい。戦争反対高市やめろということでですね。いや、本当やめたいんだったらやめてくださいよ。今すぐって。本当に。もうそれだけなんですけど、もうサムネに書いたことが全てなんですけど、だって本人がやる気満々でですよ。だから、いろいろやりたいことがね、たくさんあるんだっていうならまだしもですけど、全然やる気が感じられないじゃないですか。イランの対応にしろ何にしろ全部そうですけど。やる気がないならね、帰れみたいなことを、あんまりそういうマッチョなことは言いたくないんですけど、まあ、ちょっと今国難なのでですね、なんとか、してくださいと思います。はい。ということでですね、本日の配信もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。皆様もゆっくりお休みになってください。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。